ということで、本日も名古屋駅のスタートからなんですけれども、今日はなんと私アスカ通に乗って北海道まで行きます。まずは神奈川まで向かわなければいけないんですけれども、白鷺に乗って北陸新幹線乗り継いで金沢参りましょう。よろしくお願いします。アスカ通、この日を待っていました。で、今日のために新しくね、アグのブーツも買ったところなんですけれども、楽しみですね。はい、名古屋から敦賀でまず敦賀ダッシュですね、新幹線乗り換えていきましょう。で、準備万端にしてきて、ネイルも秋仕様で可愛くしてきたにもかかわらず、私今日充電器とかカメラの自撮り棒とか全部忘れてきました。最悪。まあなんとかなるでしょう。とりあえず行きましょう。9月の5日なんですけれども、だいぶ涼しくなりましたね。去年より体感としては涼しいんじゃないかなと思います。ということで、早速白鷺号もう到着してますね。こちら乗車して、まずは敦賀まで向かいましょう。うわー、もう自撮り棒と充電器忘れたのですごい精神的に来てるんですけど、まあこれからね、待ちに待ったアスカ2ですからね、気を取り直していきましょう。よいしょ。お願いします。11時48分発特急白鷺7号敦賀駅です。この列車は全車指定席です。乗車券の他に特急券が必要です。発車まで3分ほどお待ちください。この日下ろした新しい靴をキラキラさせながらやってまいりました名古屋駅。皆様こんにちは、加古鉄でございます。本日はなんとあなたを日本で一番豪華なクルーズ船アスカ2へお連れいたします。クルーズトレインならぬ、今年はクルーズ船船ということでやらせていただきます。いやー、ありがたい。まずはですね、金沢のクルーズターミナルまで行かなければなりません。列車の中で朝ごはん腹ごしらえをしっかりとしていきましょう。それではよろしくお願いいたします。前にウェブ早得7という広告がありまして、これを使えば金沢名古屋間が1680円、7日前までの予約でお得になるみたいなんですけど、この条件がね、まず光か小玉で米原まで行って、米原敦賀まで白鷺で、その先北陸新幹線みたいな乗り換え2回しないといけないんですよ。結構めんどくさいなと思って、これは使わずに名古屋からそのまま敦賀まで行く選択を取りました。これがね、今年のダイヤ改正までは1本で金沢まで行けてたんで、ちょっと不便にはなっちゃったかなと思います。キリンの名古屋工場お爆汁タンクを眺めつつ、まだここはぐっとこらえて午後の美味しい紅茶、こちらで我慢していきます。北陸鯖江の5万円のサングラス越しにも今日の青空は非常に鮮やか。そして過ぎ去る清洲城、そんな最高なコンディションの中、貪る一口サンドイッチ。アスカツってね、あんまりなんか楽しみすぎて調べずに来たんですけれども、多分ほぼほぼ24時間食べ放題みたいな感じなんですよね。なのでせっかくなんでクルーズ船の中でお腹を満たしたいから、朝は軽めにサンドイッチにしてみました。米原駅に到着。列車はここでスイッチバックを行い、北陸方面を目指します。この米原駅で東海道新幹線と接続するので、そちらから乗られるお客さんも多くいらっしゃいました。座席の転換をぐるっとしておきましょう。ちなみにここへ来るまで稲穂が綺麗に見えたんですけれども、ちょうど1ヶ月くらい前、東北で見た時には青々と茂っていた稲がですね、黄色く色づき始めて、季節の移ろいを感じました。それでもまだまだ9月は暑い。
急白崎7号敦賀行きです。ふと見上げると優雅に羽ばたくパラグライダー。あなたは空から、私はこれから海へ冒険を始めようと思います。北陸本線を走行中、かつては直江津までつながっていた鉄路も現在は敦賀止まりとかなり短縮されてしまいました。琵琶湖の東側を走っているのですが、反対側の湖西線と比べるとあんまり琵琶湖を見ることができません。最後の方でちょっと湖見えてきましたけれども、こちらは余呉湖。地図で見るとね、完全に琵琶湖からは独立した小さな湖です。近江塩津駅で湖西線と合流。湖西線には特急サンダーバードという北陸方面と大阪をつなぐ列車が走っているのですが、この近江塩津駅には停車しないので、一番外側の通過線を爆速通過していきます。滋賀と福井の県境にまたがる深坂峠を越え、無事敦賀駅までやってまいりました。今日も白崎号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。まもなく終点敦賀、終点の敦賀です。お出口は左側です。新幹線の高架線の下に潜る形で敦賀駅に到着。ここにホームができたのも2024年のダイヤ改正からです。着きました敦賀。ここから北陸新幹線に乗り換えなんですけど、北陸新幹線はチケットレスで行けるので、そのままピッてスマホをかざせば行けます。今回の乗り換えは11分13分ぐらいあるのかな。だから割と余裕を持って行けますね。でもこの上でホーム乗り換えなんで、こういうスーツケースとか持ってると結構ね大変なんですよね。でネットでまとめてチケットを買えば切符別々じゃなくても行けるんですけど、なんかそうすると名古屋から米原までが東海道新幹線で、米原から敦賀までが白鷺で、そこからまた敦賀から金沢まで北陸新幹線2回乗り換えがあるんですよ。めちゃめちゃめんどくさいなと思って、別々に名古屋発の敦賀まで来る白鷺の切符を買って、その先北陸新幹線別々で買いました。それ2回乗り換えのやつを1個にしちゃえば結構早得みたいな感じで、ネットで予約すると安いみたいなんですけどね。でもさすがにこの大荷物持って2回乗り換え、しかも新幹線ホーム在来線を行き来するっていうのはしんどいので別々に買っちゃいました。やっぱサンダーバード白鷺が金沢まで行ってた頃は楽だったね、今思えば。開業した時はね、案内の方がめちゃめちゃ立たれてたんですけど、もう半年経っちゃいますからね。3月16日からだいぶ落ち着いてきましたね。この新幹線乗り換え口に切符を通して、在来線特急の切符を通して新幹線はタッチで行くと、そういう形です。ネットでまとめて予約しても白鷺を名古屋から敦賀まで全部乗れるような切符出してくれたら嬉しいですけどね。米原で新幹線1回乗り換えるっていうのが結構めんどくさいんだよな。OK、 11番乗り場よろしくお願いします。ここから1時間ですね。どこだっけな、これをタッチすればどこの席を取ったかが
わかる。8号車15番 A ですね。8号車ね。ここのね高さが何メートルだっけ、27メートルとかだったっけな、忘れちゃいましたけど、日本で一番背の高い新幹線駅ですからね。よいしょ。この普段リュックでしか移動しないからさ、こんなに大変なんだな、スーツケース持って移動するのって。確かにこの荷物だと乗り換えは何回も言うけど大変だ。アスカツドレスコードがあるんで、ドレスコードの分のお洋服を持ってこなければいけないのと、ちょっとやっぱおしゃれしてヒールとかを履いといた方がいいかなと思ったんで、靴とかも持ってきたから、かなり衣装がパンパンに詰まっています。このために秋服も購入しました。そういうのも楽しいですよね。なかなかないから普段。地上37メートルから敦賀の街を見下ろします。今下に見えているのが今年の春まで使われていた在来線の特急ホームです。そしてその奥に広がるのは敦賀港。今年の春、新日本海フェリーで敦賀から同じく苫小牧を目指しました。北前船の歴史に触れながら新潟港と秋田港を経由し、能登半島や佐渡島など素晴らしい景色を堪能しつつ船旅をすることができました。こちらの動画でその時の様子詳しく解説しておりますので、ぜひ時間があったらご覧になってみてください。今回のクルーズ船でも少し違った経路を通って北陸から北海道を目指すのですが、リンクする場所があるので比べてみると面白いかもしれません。そしてこの先突入するのは新北陸トンネル。その長さおよそ 20km で日本の新幹線の中ではトップクラスに長いトンネルとなっております。このトンネルができるはるか昔は今見えている山の方向、水津峠を一生懸命蒸気機関車で越えていました。便利な時代になりましたね。着きました、金沢。ここからはタクシーで金沢港のクルーズターミナルですね。一気に向かいます。暑い金沢も。はい、新幹線もスムーズな時代になりましたということで、西口、笑福さんがある方ですね。西口から15分ぐらいでフェリーターミナル向かいます。いや、自撮り棒だけ買いたいんだけどね、自撮り棒どこにも売ってないんだよね。コンビニとかにもね置いといてほしいなと思いますが、仕方ない、忘れた私が悪いです。どちらまでから金沢の港までクルーズターミナルがあって、金沢駅の西口から金沢港クルーズターミナルまではだいたいタクシーで15分ほど、バスも出ているんですが40分ぐらいかかってしまいますし、今日大荷物で結構気温も上がってきたので朝ダラダラになるのが嫌だったんですよ。これから高級クルーズ乗るのに。なのですいません、クルーズ船に乗ってそもそも高級な旅をするのにタクシーまで使わせていただいちゃいました。ありがとうございます。そして見えてきたアスカツ。いや、遠くから見ても圧倒的な存在感、まるで海上にビルが建っているかのような佇まいです。着きましたね、金沢港クルーズターミナル。いや、すごい大きい。いやー、乗れる日が来るなんて。アスカツは日本郵船の関連会社である優先クルーズが所有運航している外航クルーズ客船です。日本籍では最大の客船であります。でかい。この間ね、青森ねぶたの時に港に青森港に泊まってましたけど、それ以来ですね、お会いするのは。1ヶ月後に実際に私も乗船できるなんて。
ありがたいです。ありがとうございます。ちょっと2週間ぐらい遅れた私への誕生日プレゼントということで、今回は1人で乗船させていただきます。クルーズターミナルは清潔感あふれる広々とした3階建て、お見送りのデッキやレストランもあります。こちらで出発のセレモニーも開かれます。そしてなんとですね、今回のクルーズ船 E バルコニーを予約していたのですが、ワンランクアップされて D バルコニーへ変更されていました。航路や料金など詳しい情報はこのような感じとなっています。そして船内非常に広くってもう迷子になりそうなぐらいだったんですけれども、12から5デッキまでありまして、そのうち19、8、7が客室となっています。客室一番上の10デッキがスイートのお客様、ロイヤルスイート、和洋スイート、アスカスイート、普通のスイートのお部屋があります。こちらのお客様から先に乗船15分ずつずらして19、8、7と次々乗船していきます。ちなみに私は9デッキなので、スイートのお客様全員乗船されたら次の乗船となります。乗船手続き終わりました。今日ちょっと経ったら避難訓練があるみたいですね。あ、すいません。ありがとうございます。スーツケースは事前に無料で送ることも可能です。お部屋の中に多分入れておいてもらえるんだと思います。しかし私のように持ち込んでもアテンダントさんがね、一緒にこうやってついて回ってくれて船の中まで運んでくれました。重たかったので非常にありがたいです。乗船前にはカメラマンの方がいて、たくさんお写真撮ってもらえます。夕飯の時にも撮っていただけるんですが、これは後で船内で写真がバーッと貼られて1枚1枚購入するというような形です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい。ご協力ありがとうございます。すみません。船内にはエレベーターがなんと8基あります。アスカ2旅客定員が872名ですからね、これだけないと間に合いません。こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは。8階でございます。ありがとうございます。8階でございます。こんにちは、いらっしゃいませ。お部屋番号は何番でございます。973。こんにちは、いらっしゃいませ。お荷物いたしましょうか。大丈夫です。もうはい、こちらでございます。ありがとうございます。どうぞ、鍵。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞごゆっくりお過ごしください。はい、ありがとうございます。お邪魔いたしました。すごいな。スタッフの方はほぼ8割、9割海外の方って感じですかね。すごい。ホテルじゃん。うわー、なんで自撮り棒何回でも言うけど自撮り棒なんで自撮り棒忘れちゃったんだ。すごいぞ。まだ出発までね1時間くらいあるんですが、ここが救命胴衣とか、ラックもこんだけあるとね、洗濯とか、アスカ2の中で洗濯する人あんまりいないと思いますけど、ありがたい。つながめちゃめちゃハンガーある。でスリッパが下にあって、ここは冷蔵庫ね。下がパジャマとかドライヤーとか。はいはいはい。失礼します。すごいね、こんなしっかりとしたソファ。なんで自撮り棒自撮り棒。うわやだ、すごい。お土産だ。輪島ね。輪島の漆、輪島本塗りお箸ですね。
そう大変でしたからね、石川県はね。石川県輪島市のなんとか塗り、ありがとうございます。でここにもコーヒーとかいろいろありまして、外がそうデッキ付きなんですよ。デッキ付きなの素晴らしいね。こういう感じです。うわーすごいな、すごいとこ来ちゃったよ。でシャワールーム付きなんですけど、すごい超豪華。こんなしっかりとしたシャワールームがありまして、アスカのシャンプー、ボディーソープ、コンディショナー、石鹸もある。うわー素晴らしい。これは何？アメニティ類ね、ポーチだ。拡大鏡もありますね、ちゃんと。今日のお衣装はこんな感じです。アグのブーツに紫のソックス、かわいい。この日のためにアグのブーツを買いました。なんか下の絨毯と一体化してる。今日の日程表が用意されていますね。私の食事は1回目で17時15分でしたね。もうあと1時間ちょっとぐらいでお夕食の時間で、もう少しすると避難訓練が始まるのか。ティータイム、ウェルカムドリンクが今提供されてますね。どこに行けばいいんだよ。11デッキ11階、なんかいろいろあるんだよね。カジノコーナーなんかもある。イベントがありすぎて全然何すればいいのか迷っちゃうな。ティータイム、ハンバーガーなどの軽食やさまざまなスイーツをご用意してます。軽食をビールやワイン、日本酒とともに お楽しみいただけます。お薬食として麺類などもご用意してます。だってなんか11デッキにはずっと何かしらの食べ物が用意されてる感じなのかな。で有料で専用のなんかねレストランとか使うこともできるみたいです。すごい。今年もこんな素敵なお誕生日プレゼントいただいてしまってありがとうございます。感謝いたします。自撮り棒を忘れてしまったので、こいつにこれしか持ってこなかったから、これに全部の思いを託して、あと運よく補助充電があったから、補助充電でなんとかやりくりしようと思います。今日なんか自撮り棒持ってきてさ、なんかお誕生日にもらったものいろいろ持ってきたよっていう紹介とかも撮りたかったのに、もうこの画角になっちゃうけどしょうがない、いいか、これで夜やろう。ティータイムがあるっぽいので、あと10分で終わっちゃうから、ティータイムがささっと2つ上の11デッキ行ってみましょう。お願いします。バッと開けたら目の前が鏡でちょっとびっくりしました。おおって驚いちゃいました。かわいい。今日ちょっと空いてるのかな、だから私もお部屋のランクアップしていただけたと思うんだよね。おー11閉める。このビスタラウンジってとこかな、ここでなんかいろいろいただけるみたいですよ。すごい、もういっぱい着替えなきゃと思ってさ、せっかくだからたくさんお洋服持ってきちゃいました。こういう機会でもないとおしゃれできないからね。普段リュック一つで歩いてるんで、ヒールもなかなか履けないし。こっちか。スパークリングとのアルコールでございます。はい、スパークリングでありがとうございます。ありがとうございます。これはい。もう一個いいですか。じゃあこれで。11
11デッキ後方にあるパームコートでは乗船してから避難訓練が始まるまでの間フリードリンクを提供していただけます。スパークリングワインも無料でいただけますし、お酒が飲めない方にはノンアルコールも用意してあります。大きなソファー席だけでなくお仕事ができるようなカウンタースタイルのスペースもありました。カウンター席の後ろ側には日本全国の伝統工芸品民芸品が飾られており、モニターには分かりやすく今現在飛鳥2がどこを航行しているのか、どこの港に停泊しているのかということが記されていました。ちょっとデッキに出れるみたいなんでいいじゃないですか。失礼します。よっ、おー、素敵。あ、プールがあるんだ。今日入れたのかな、プール。あ、プールご利用のお客様へ使えるみたいだね。すごい。すごいね、この上のたなびいてる旗が超ゴージャス。作られたの確か1990年代だったと思うけど、でも全然今でも豪華な古くならないクルーズ船だなって感じますね。おー、こっちがクルーズターミナルですね。で、出発するときにここからね、津軽三味線が行ってらっしゃいの出発のセレモニーがあるみたいです。はあ、すごい。あっちにも日本海が見えるわ。誰だ。加山雄三。加山雄三さん、確かに加山雄三さんの顔してる。飛鳥クルーズ名誉船長。すごいな、ホテルだよ。ぼーっとしてるとバンバン目の前にチョコとか置かれてくんですね。なんか水風を思い出しました。どんどん食ってくれみたいな感じですね。シャンパンも飲み放題ですよ。もうグラスが開くとですね、すぐアテンダントさんが私の元へパパってやってきて、どうですか、もう一杯チョコレートもありますよ、海外しくいろいろやってくれるんですよ。水風クルーズトレインに乗った時もそんな感じ、どうぞどうぞ飲んで食べてって感じだったので、その頃を思い出してしまいました。そんなにね勧めていただけるなら、ここはお言葉に甘えるしかありません。ありがとうございます。こんなのっけからおかわりして大丈夫なのか自分。でももういいか。なんか自撮りを忘れた時点で結構やる気なくなってたから、もう今回は自分のお誕生日ってことでオフモードで行かせていただきます。今はウェルカムドリンクでシャンパンいただけたんですけど、夕食の時とかのアルコールは有料になるんですが、このね乗船券兼お部屋のルームキーが船内のクレジットカード、キャッシュカードみたいな感じになるらしくって、これで多分最後に清算みたいな感じになるんですよね。だから夕飯の時とかも忘れずにこれ持って行ってくださいねっていうアナウンスが今入っています。もちろん夕飯の時もいただくんですけども、あと1時間ぐらいで夕飯か。早いな。出港してすぐ夕食ですね。私は1回2回に分かれてるんですけど、私今日は1回目のお夕食です。そんなに勧められるんじゃ、ここではシャンパンを飲むことも仕事よねなんて思っていたら、あたりが急に騒がしくなり始めました。あ、そうだ、避難訓練の時間だと思い出しました。ちょっと音量注意してください。避難訓練でエレベーターが使えないっていう想定で7階まで降ります。もう2杯スパークリングワイン喉乾いてるところに飲んじゃったから結構酔っ払ってるんだけど、避難訓練のことなんてすっかり忘れて、のんきにスパークリングワイン2杯も飲んでいましたから、この急いで階段を下らなければならないってなった時、フラフラでちょっと目が回りそうになりました。
なんか参加した人だけでっていう感じかと思ったら、がっつり強制で全員参加タイプでしたね。で、渡された乗船券に救命船の番号が書いてありまして、その番号のある船の元まで歩いていきます。このカードで管理しっかりされているので、バーコードをピッてやってもらわないと避難訓練を終えることができません。もしもの時のための大事な訓練ですからね、皆様しっかり受けてください。私みたいにフラフラしちゃダメよ。ありがとうございます。すごいめちゃくちゃしっかりした避難訓練でした。多分この避難する時にこの後ろのボートに乗って多分逃げると思うんですけど、タイタニックとかね見たことある方はね分かると思うんだけど、でそれの自分の部屋がどのボートに乗らなきゃいけないのかっていうのをしっかり訓練させられるっていう言い方もあれだけど、この多分カードとかもチェックしてるんで、避難訓練参加しなかった人は多分連絡とか行くのかな、多分ちゃんとね管理してる感じがしましたね。で今は7階であと20分くらいで出港なんですけど、私のデッキ多分ねこっち側向いちゃってるから港が見れないんですよね。なので津軽三味線の行ってらっしゃいの出発セレモニーはちょっとデッキで見ようかなと思います。出発を見てすぐお夕食って感じですかね。でさっき視聴者の方、ご夫婦の方が声かけてくださって、すごく喜んでくださってありがたいなと思って嬉しかったです。籠鉄さんですか、まさか会えると思ってなかったみたいな、もしかしたらちょっと来るかなって思ってたんですけど、飛鳥2に北海道行くって言ってたからみたいな、だけど会えるなんて思わなかったって言ってくださって本当にありがたい。しかも北海道行くなんてこともちょろっとねライブとかで言ったぐらいだから、しっかりそういうの見てくださってるんだなと思って嬉しくなりました。ありがとうございます。本当にあなたのおかげで私は今日こうやって飛鳥2に乗ることができてます。すごいお見送りの皆様がいらっしゃいますね。ターミナルにもねご飯食べられるとかあるんですよ。ちょっとねギリギリに着いちゃったからあんまりターミナルゆっくり見ることできなかったんですけどね、充実してますね。ここはクルーズ船のターミナルなんで定期便はね出てないんですよ、金沢からね。だからクルーズの方専用のターミナルですね。次私がここに来るのは本当に何年後になるんだろうっていう、はい、また頑張って稼いでお金貯めてきます。まもなく出港セレモニー、同じ7番デッキで行われます。ここでもサービスのスパークリングワイン提供されていました。これってもういただけるんですか？はい、わかりました。はい。では英国の17時、ここ5時に金沢港を出港します。こんにちは。こんにちは。飛鳥2にご乗船の皆様の船旅が素敵なものとなることを願いながら、津軽三味線秋広会の皆さんによるお見送り演奏をお届けいたします。また本日はお見送りイベントといたしましてバルーンリリースも予定しております。まだしっかりと手にお持ちいただきますようにお願いいたします。合図までお持ちください。さあそれではお見送り演奏が始まります。津軽三味線秋広会の皆さんです。よろしくお願いいたします。
これから皆さんね、北海道の方へ行かれるということを聞いておりますが、ね、楽しい旅になればいいなと思います。これからね、一曲歌わせていただきます。今日は金沢区の祭りの有志さんを6曲に乗せまして、秋色のえんやらほいを聴いていただきます。全然聞こえねえんだけど。マイクないもん。もう一度いきましょう。えんやらほい。マイクでまあだな。カモメの鳴く笛、人もかわいいや。えんやらほい。ナイスやらほいでした。ありがとうございました。最後の1曲終わってから徐々に船が港から離れていきます。いよいよ出港のお時間です。ことで出港したんですけど、もうすぐお夕食ですからね。本当に揺れないですね。マジで安定した走行をしています。あれどこだっけ私、お部屋逆かな。もう同じような部屋がたくさんあるからマジで迷子になっちゃう。で15分からお夕食なんですけど、もうすぐですね。でさすがにデニムはちょっとあれかなと思うんで、お洋服着替えてお夕食会場行きましょう。75ここか、帰ってきました。よいしょ、出港しましたってことで早速お夕食です。マジで忙しいね、クルーズはね。始まった。ご夕食の用意が整いました。ご夕食の用意整いましただって。1回目のお客様はどうぞおデッキ中央フォーシーズンダイニングルームへお越しください。行かなければバタバタだ。ロイヤルスイート、和洋スイート、アスカスイートにご宿泊のお客様は11デッキザ・ベールにてお食事をお楽しみいただけます。営業時間ちょっとデニム一応ね、一応カジュアル、スマートカジュアルみたいな感じなんで、デニムも全然いいと思うんだけど、まあなんかクルーズ船じゃないですか。デニム履いてるお客様あんまりいないと思うんで、今日のためにユニクロでスカート買ってきたんですけど、スカートで行きましょう。もうね、場所がわけわかんないんだよね。今多分セイルアウェイパーティープロムナードデッキ7階で、今津軽三味線があったとこですね。津軽港出発したんですけど、それと同じくそのもう一個下の6階だと今映画上映されてて、夕食が終わった後にプロダクションショーをやってるのかな。プロダクションショーも見れたり、なんかダンスタイムもずっとあったり、ミュージックタイム5階に行けばいいんだな。入ってきた乗船したところで夕食が今始まりましたね。行きましょう。館内っていうか船内はね、こんな感じなんですよ。私が今泊まってるのが9デッキ、9階って言えばいいのかな。9デッキで7、8、9、10は全部客室なんですね。7、8、9、10は全部客室で、
11階、さっきお酒いただいたところですか、ビスタラウンジ。ここでウェルカムドリンクチョコとかシャンパンいただいて、でここの真ん中にプールありましたよね。プールで、そのプールの後ろにもデッキがあるんだね。ザ・プレミアムダイニングザベル、だからこの後ろの方はロイヤルスイートとかのお客様専用のカフェみたいな感じになってるのかな。一番上12デッキに露天風呂とかエステサロンとかあるのかな、入ってます。これ有料ですね。乗船した階でお夕食をいただけて、1個上でプロジェクションマッピングとか映画とか多分たくさんやってるんだね。ジムとかもあってね。わけわかんない、本当わけわかんないけど、ちょっと明日も丸一日あるんで、船内探索は明日にして、今日はとりあえずもうお酒飲んじゃったしゆっくりしましょう。港が離れていく。どうやって出ればいいんだ、外は。よいしょ。こうか。こうしておー、出れた。はい、バイバイ金沢。おー、素晴らしいね。いやー、ありがたいですわ。順路はこの間新日本海フェリーと一緒くらい。手振ってる。手振ってくれてる。イカ漁かな。イカ漁だな、あれは多分。能登も大変でしたからね。さっきのジョンガル節聞きながらちょっとうるっときちゃいましたよ。もうすぐ1年経っちゃいますけど、能登の地震からもね。また輪島の方とかもね行きたいなと思いつつ、まだまだ復興が進んでない現状がありますからね。もうすぐ堤防を越えていよいよ日本海の港に出ると。あなたと北上楽しみにしています。久々の北海道ってことで、日が暮れる前にご飯食べに行きましょう。よいしょ。よっ。でお着替えをしてお夕食に行ってまいります。こんばんは、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、そちら頂戴いたします。こちらお一人で参加されている方の集まったお席になるんですけれども、はい、大丈夫です。そちらでよろしいですか。はい。シングルテーブル。はい、どうぞ。はい、かしこまりました。少々お待ちください。あそこでよかったメニュー。選ぶんだ。3つあるんで。はい。そういうこと。じゃあデザートがお選びいただけます。星印がシェフのおすすめなんかね。へえ。昔飛鳥に乗ったことはあるんですけ再生回数も増えるんでね。そう。まあ女性だけは分かんないだろうけど、男性はね、羨ましく感じますよ。実際同じやってても10回っていい子だもん。海を持ってね、あっという間に1万回ぐらい行っちゃう。そうだ。まさに YouTuber ちぎって
3回ぐらい乗った方がいいかな。どちらから名古屋から。名古屋。どちらから。大阪。あ、本当。ディナーは5デッキ中央部にあるフォーシーズンダイニングというところでコース料理をいただきます。基本的に座席は自由席となっているんですけれども、お部屋に入った時に机に緑色の1枚の紙がありまして、それね、これを持っていかないとこう席座れないのかなと思って勘違いしてお渡ししたんですけれども、1人参加のお客様が同じく1人で参加された方と交流できるように、こういう円卓の席に案内しますよっていう紙だったんですよ。私 YouTube の撮影があったので、ちょっと一人で座れるような座席探していたんですけれど、しくったと。これはね、私が完全に間違えてしまいました。ただ参加者の方と少し交流できたので楽しかったです。来られてる方はもう全国各地からでしたね。大阪の方、東京、横浜の方、青森の方とか、これまた北海道から、自分の地元に帰るっていう意味合いで参加されてる方々もいました。アスカ初体験という人もいれば、もう何十回もファンで乗ってますという方々もいらっしゃいまして、先代のねアスカ2の前に運行していたアスカの話なんかも聞けて非常に面白かったです。そしてメニューはこのような感じになっていまして、スープとメイン料理、デザートは3種類の中から自分で選択することができます。この星印がついているところがシェフのおすすめというところで、勧められたものはまずは試してみようと、全部星マークのものを注文してみました。スープはモロヘイヤ入りピストースープ、なんだか体に良さそうな緑色です。そしてお魚料理はマダイのクリスティアンアンチョビソース、これね非常に美味しかったです。舌がすごく覚えてる。そしてメイン料理は黒毛和牛の網焼きスペシャル七味と、最後にデザートはチョコレートケーキ、オレンジのゼリー、ザクロのシャーベットでした。すべておしとやかな味わい、美味しかったです。ありがとうございます。ここでパッと外を眺めると、なんと素晴らしい光景。日本海の水平線に沈みゆく夕日を眺めることができました。あれがスポッと隠れてしまうときには、オーディエンスからこのようなため息が。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。なんか部屋に紙が置いてあって、その紙を提出すると相席席に案内されるみたいな感じだったんですよね。で円卓があって、10人ぐらいでその円卓を囲んでこうお食事するみたいな感じだったんですけど、なんか自由席かなと思って行ったら、そのシングルの人でみんなで楽しみたい席のところにどうやら案内されちゃったみたいで、あんまり初めて乗るからよく分かんなかったんですよね。でも綺麗、すごい月と金星が見えてる。いやー、まだまだこれから楽しいイベントたくさんありますからね。で今6デッキなんですけど、またさっき乗船した時にウェルカムドリンクいただいた11デッキでお酒とか飲めるみたいなんで、よいしょ、ちょっと行ってみましょう。リドガーデン、ここかな。アスカバル、多分ここで何かいただけるんだと思うけど、夜のプールも素敵だ。わ、綺麗。地平線にあれイカ漁だよね。向こうに光ってるのってなんだろう。多分イカ漁船かなんかだと思うんだけど、すごい。ちょっとリドガーデン、あ
ソフトドリンクは無料なんだ。お酒はやっぱり料金取られるんだな。11デッキ後方にあるリドガーデンでは起きている間ほぼずっと何かしらが提供されています。多種多様なデザートもありますし、グリルキッチンもあって、その場でさっと軽食を作っていただくことも可能です。もちろんお酒もいただけます。エビピラフ一つ。エビピラフですか？はい。お席までも一度。はい、ありがとうございます。これよくない？船上限定缶生ビールアスカクルーズオリジナルラベル、すっきり爽やか。はいはい、お願いします。ということで、まだ食べるんかいといったところですけれども、せっかくの機会、無料で提供していただけるものはとことん食べていきましょう。貧乏症一般上がり叩き上げの人間ですから。ちなみにアルコールは船が出港してからは全て有料となります。オープニングセレモニーとか、あとはウェルカムドリンクは無料でいただけるので、あの時にスパークリングワインもっと飲んどけばよかったなと、これまた貧乏症的な考え方をしてしまいましたが、まあ仕方ない、私庶民ですから。ごめんなさい、食べかけなんですけど結構美味しい。マジでちょっと夕飯より美味しかったかもしれない美味しいですね、エビピラフ。ありがとうございます。あ、美味しそう、ありがとうございます。いただきます。すごい、このお皿空にしてたら、いや食べませんか食べませんかってめっちゃ言ってきてくれる。ありがたいですね。このホスピタリティ、さすがアスカ2。与えられすぎて千と千尋に出てくる千尋のご両親みたいになっちゃいそうです。今時間19時17分ですけど、ティータイムでこれが7時半、もうすぐ過ぎると軽食をビールやワイン、日本酒とともにお楽しみいただけます。野食して麺類もご用意してありますって書いてある。だからこのバルタイムになればアルコールって無料になるのかな。まあそんなことなさそうだな。どうなんでしょう。またスパークリングワインとか提供していただけるかもしれないですね。でも今はポテトとかエビフライ、エビピラフだったけど、こっちに行けば多分麺類、ラーメンとかね食べられるんだと思う。ずーっと食べられるんだよね、11時半まで。すごいですね。リドガーデン奥の方でスタッフさんが慌ただしく動き始めました。7時半からメニューが変更となるので、その作業されているんじゃないでしょうか。この時間帯はアスカバルといって、日本酒やワインに合うおつまみを提供しています。夜食になるお茶漬けとかおうどん、おそばもありましたね。立派な生ハムの原木、そしてチーズ、あとはおばんざいとかね、多種多様なものがこちらでも揃えられていました。すごい、夜は何かしらがずっと食べられるって感じですね。こっちはなんだろう、7時から9時半まで朝食、11時半から11時半まで昼食よ。後ろにデッキがあるみたいだから行ってみましょうか。お夜食をいただいたリドガーデンの後ろ側にはリドカフェというスペースがあります。ここでもね、同じようにお食事いただけて、別に席座ってもいいと思うんですけれども、誰も使ってはいませんでしたね。多分アスカツ何日も公開する日があるので、そういう時は別のメニューが出されるのかもしれません。すごい、後ろからデッキに出られるようになってるんですね。ちょっと行ってみましょう。
あったかいね。今どこら辺の沖をいるのかはわからないけれども、すごい全然あったかい。どこなんだろうな。ゆっくりゆっくり進んでますね。ご案内申し上げます。はい。ご夕食が2回目のお客様、ただいまご夕食の用意が整いました。ご夕食が2回目のお客様はどうぞおデッキ中央。ここが11デッキで1個上がると12デッキ。おお、ここはだから最上階っていう感じかな。でジムがあるんですね、ここに。ありがたい。今使わないんですけどどの口がありがたいとか言っても。12階がジム、アスカツ。なるほどね。もう暗くて全然見えませんが、よいしょ。お部屋まだ全然早いんだけどね。7時半です、時刻。早いけどちょっとゆっくりしますか。お部屋戻って。めっちゃ食べられるんだよね、夜食とか。ちょっと食べないともったいない気もしますが、まあ明日も丸1日あるんでね。到着は明後日の朝9時半です。ここは多分ネイルサロンとかかな。ネイルサロンとかエステできるブースになってますね。よいしょ。でこっちのレストランが有料のレストランですね。そう、お金を払って食べるところね。あれ907あれ907どこ ?9074 あれ9076あれ9073どこだ。こっちあれ907ここか。もうわけわかんない。明日の工程表が、明日も本当にね、いろいろあるんだよね。朝は7時から朝食が、さっき夕食食べたとこだと朝食和食がいただけて、上でビール飲んだところだとインターナショナルビュッフェで、和食と洋食どっちも食べていいよみたいな、もうずーっと食べ放題みたいな感じですね。もういろんな催し物があって、で、ウェルカムドリンクでシャンパン飲んだところだと朝スムージーが用意してあったりとか、アールグレイタイムがあったりとか、6階のデッキで今度ストレッチ大会、輪投げ大会、社交ダンス教室とかなんかいろいろこういうダンスタイムとかこういうね催し物があるみたいですね。6階でなんかスロットマシーンとかテーブルゲームとかがねできるんですよ。カジノできないんで、日本だと金品に交換することができないので記念品と交換という形になるんですけど、ちょっと面白そうですね。あと映画の上映とかもやってます。ちょっと遊びに行ってみますか。6階デッキ、ここは売店とかありますね。グッズとか売ってたりする感じですかね。かわいい。あ、お洋服も売ってるんだね。ここはカフェ？なんかコーヒーとかをいただけるんですかね。いいね。カフェオレとかいただけますね。スペシャルハーブティーとかもあります。ダーツナイト、クラブスターズにいたダーツゲームで挑戦。すごいな。すごいな、ここ本当に海外にいるみたいだ。
カジノあるし、でもやり方全く分かんないんだけど、スロットもやらないし、もうね、ポーカーとかもやらないからさ、やり方全然分かんないんだけど、やっていいもんなのかな。経験か。ということで、カゴ鉄人生初めてのカジノでございます。カジノどころかギャンブル賭け事が人生初。私タバコパチンコ全くやりませんからね、新たな挑戦していきたいと思います。とは言ってもアスカツ日本籍の船なのでお金をかけることができません。違法賭博になってしまいます。なので専用のアスカチップを購入して、そのチップを購入した金額に応じて確実に景品がもらえるよというスタイルでした。だから勝っても負けてもあんまり関係ないんですね。初めてなんですけど、全くやったことなくて、はい、そういう方は関係ですので、まずですね、こちらのシステムをご説明いたしますね。全くギャンブル性がないので、チップやコイン増えてもお金とか記念品交換はできません。増えたチップやコインに関してはこちらでお名前と部屋番号と枚数書いて一旦お預かりして、また明日もすることができます。でこのクルーズでなくならなければ2年間船でのお預かりしかできません。ご購入金額に応じましてこちらの記念品交換券差し上げておりまして、チップやコインがなくなってもこちらでショーケースの記念品が交換できます。チップやコイン増えてもこちらは増えません。どれぐらいあれば楽しめます？2日あるので7700円ぐらいあれば90枚差し上げますので、じゃあ十分。じゃあ7000円。お支払いはお部屋でよろしいですか？部屋で。はい。お鍵お願いします。まとめて買っていただいたので、これバウチャーチケットといって、90枚プラスこれ30枚なんですけども、これゲームに勝ったら30枚プレゼントします。90枚は今獲得しましたので、なのでちょっとまたディーラーに聞いてください。わかりました。ではありがとうございます。知ってるブラックジャック。じゃあ90枚でご説明お願いします。6デッキの中にあるモンテカルロというテーブルゲームスロットマシーンの場所にやってまいりました。私こういうゲーム初めてなんですけれども、ディーラーの方が丁寧に教えていただきました。まず最初トライしたのはブラックジャックです。説明はめちゃくちゃ下手くそでできないのでルール調べてみてください。でご存知の方、大好きだよこういうのって方は、うわ過去鉄やるやん、うわもうちょっとじゃんみたいな、ちょっと考えながら見てみてください。こちらが12です。8枚引くようでしたらテーブルの裏でヒットです。もういらなければ手を横にしていただいてスティールに入れていただきます。クラブのエースやからね。12からこれで13まだ平気です。そういうことです。これで11と数えると超えてしまうので、都合よく1と数えて13です。12、13。じゃあもう1枚13。すごい2。すごい。そこで、知ってる。そこでもう1枚最後親私16まだ17じゃないのでもう1枚引きます。16から26超えました。親が21超える。すごい。どんな数字で面白い。お見事勝ちました。こちらのモンテカルロでもアルコールをいただくことができます。というかアスカツどこにいてもお酒飲めるんですね。別途料金はかかってしまうんですが、ルームサービスもついていますし、バーもそこら中にあります。お金持ちにはたまらない空間。オーバーしました。そうですね。これからショーが始まりますよ。よろしいですか？今日は歌とダンスのビハインドサーカス。もう少しあと3、4分で始まる。毎日違うショー。もし合わなければ途中で抜けることもできますし。これとかあるやろ。これいいですね。20です。20で、11、17勝負します。もう1枚。17で4以下すごい。すごい。すごい。さあ私今回18でした。引いてよかった。すごい。
なんとですね、これぞビギナーズラック、トントン拍子でディーラーに勝ち続けまして、このチップが倍々に増えていくんですね。ここでとうとう出しました。サービスでいただいた30枚のバウチャーチケット。30枚ですか。まあ勝負します。16からめちゃめちゃ増えちゃった。でもお金かかってないんです。残念。そういうとこっすよ。そういうとこっす。だからですね。ちょっとすごいんじゃない、私にしてはって数のチップ見てください。この山積みにされたものたち、ビギナーズラックでね、最初これ運が良かったんでしょうね。なんで海外でお金かけてなかったんだと思いつつ、そういうのも全部含めて私が勝ってるっていうことですね。欲をかいちゃいけません、人間は。まっとうに正しく生きていきましょう。ここでだいぶ賑やかになってきましてですね、カードゲームコーナーたくさんいろんなお客さんがやってきて、隣に座られた方が何者なのか分からなかったんですけれども、先週カンボジアでカジノしてきたなんていうかなり面白い方々でした。じゃあ勝負します。勝負引けるのは8までです。いけたんだ、すごいやん。さすが勝っちゃった。大丈夫です。負けなしです。負けなしです。リーラー14、月が来てますか。リーラーは17超えるまで。すごい。リーラーが負けました。やった。出ると皆様16でも21でもどちらも勝ちです。人の命かかってましたから。命までは大丈夫。すごい。いや、違う、でも宮崎これピクちゃん20なんですよ。一回やり直しましょう。一回やり直しましょう。一回やり直しましょう。練習生。ちょっと今のおかしい。宮崎強すぎんだよな。強すぎるんだよ。そうだよ。本当に。失礼しました。もう一回いきますよ。5位か。初めてのブラックジャックめちゃくちゃ楽しかったです。途中超勝ってたんですけど、全部最後は男気女気で負けてきました。全負けしてきました。隣のお客さんめっちゃ楽しくてよかったです。続きましてモンテカルロのお隣にあるクラブスターズにやってきました。このノリに乗ったテンションのまま夜遊び楽しみましょう。どうだ、おっと9点で181点、おめでとうございます。3ゲームで204点、時計圏内でございます。どうだ、36点。はい、ありがとうございます。はい。こちらはアスカ2の中にあるダーツバーです。ドリンクを1杯注文するとワンプレイできるようなシステム。ダーツの矢を3本いただけまして、そちらをかける4セットプレイすることができます。景品は得点に応じて用意してあり、高得点だと非売品のアスカグッズいただけるようなので頑張っていきましょう。マコテツ様でございますね、お願いします。13のトリプル、そして17シングル、そして3投目7のシングルということで63点、素晴らしいですね。はい、ではマコテツ様お願いします。14のシングル、続けて8のシングル、さあ6投目、素晴らしいですね。19のシングルということで104点、100点超えました。3桁いいですね。はい、お次マコテツ様お願いします。4のトリプル、そして18のトリプル出ました。素晴らしいですね。170点、そして14のシングル184点で3ラウンド目終了。ではカカテツ様もラストお願いいたします。最後の3投、18トリプル出ました。いいですね。続けて8のシングル、そして12のトリプル282点でございます。素晴らしい。今まで今日の最高得点でございますね。素晴らしい。人生初のダーツですか。そして今日は初挑戦ですが、最高得点ということになりました。やったー。282点で時計プレゼントです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い。ありがとうございます。嬉しい。では次チャレンジの。これ非売品ですか？売ってない。素晴らしい。売ってない。非売品。では、皆様こちらがラストゲームになりますね。最後の担当お願いいたします。まずはムキ様からです。
楽しかった。カジノもなぜかめちゃめちゃ勝って、ダーツも今日最高得点アスカで出しました。これが YouTuber だぞということでお部屋帰ります。お部屋帰ろうと思ったんですけど、ちょっと小腹が空いたからラウンジに寄って帰りましょう。若干雨模様かな。おう、少しだけ食事して帰ろうかな。ここにプールがあって上のデッキに上がれるんだ。よいしょよいしょ。ここが最上階か。わ、何も見えない。かすかに向こうに光が見えるけどね、だからあっちが陸地の方なんだな。あ、すごいね、気持ちいい、涼しいわ。で、温泉がここにあるんですよ。確か12階に温泉があるんですけれども、ちょっとお酒飲んじゃってるし人も多そうなんで、明日の朝早く温泉っていうかお風呂入りに来ようかな。ここもなんかのデッキ、今日ウェルカムドリンクいただいたところかな。いやはや贅沢な誕生日旅となりました1日目はカジノにダーツに大人の遊びができたんで、明日もっとじっくり船内探索しに来ようと思います。楽しい。さすがにこの時期にプール入ってる人はいないですね。入れるのかな、多分入れると思うんだけど、もうこの時間は閉じちゃってるんだね。1990年平成2年かな、平成元年か2年かデビューのアスカ2、来年2025年にはアスカ3が竣工します。だからアスカ2に乗れるのももうあとわずかって感じなのかもね。どっかに譲渡されるのかな。先代のアスカ、初代のアスカはまだどっかで動いてるみたいですけどね。そして再び今度はバルタイムのリドガーデンへ戻ってまいりました。寝る前に最後何か食べておきたい、もう貧乏症ですね。ちょっと夜食におでんをいただきます。おでんの上にお茶漬けトッピングのうなぎと大葉ごま海苔を持ってきました。からしも一緒にいただきます。こちら見てください。アスカ2の割り箸にも一つ一つこのマークがついていて、非常にしっかりとしている高級感が演出されているというか、めちゃくちゃ高級なんですが、お夜食におでん、隣にお茶漬け用のトッピングがあったので、あえてアレンジしてみました。大根はしみしみですごく美味しかった。でもう運行中、ほぼ朝起きてる間は何かしらがずっと提供されているんですが、正直ね、そんなにこのビュッフェに期待していなかったんですけれども、普通に高級ホテルの朝食ぐらいのクオリティがあって、何食べても美味しかったですね。コース料理ももちろん美味しいんだけど、このビュッフェのクオリティが高すぎて、ちょっとここにあまり期待していなかった分、ごめんなさい、衝撃を受けてしまいました。今回は2泊3日のクルーズだったんですけれども、被るものもあるんですが、大体がメニュー毎回変わります。アスカ2って長いものだと本当に半年間とか世界一周ずっとすることもあるので、メニューも極力被らないように調整されているんではないでしょうか。そしてお食事もね、いろんな場所で楽しめるように、気分が変えられるように様々な場所で形を変えて提供されているんだと思います。こんな短期間で全部回れないよと思ったんですが、世の中にお金持ちってたくさんいますからね。そりゃ6ヶ月間も船の上で生活してたら、いろんな場所にいろいろないといけないよなと思いました。世の中を知るって大事。
バルタイムなのでワインにあるようなチーズを丁寧に一つ一つ削ってくださったりとか、立派なハムの原木もあって、そこで生ハムをね削いで提供してくださったりなんかもします。日本酒に合うおばんざいなんかもありますし、こんなにたくさんのアイスクリームまで用意されちゃってる。もう太っちゃう。すごいね、いろんなのがあります。めちゃくちゃいただきたいんですけれども、本当にね食べ過ぎて太っちゃうんで、まだ明日一日ありますから、今日の胃袋のキャパシティは開けておきましょう。お酒もたくさん飲んじゃったしね。帰ってきました。もう時刻は11時前です。なんだかんだ結構楽しんじゃいましたね。で、お部屋のこのモニターで今どこを運行してるのかっていうのがね、確かわかるんですよね。1チャンネル時刻表示、2チャンネルアスカ2の航路図が、屋上はねこういう感じでお風呂に入れるんですけど、やっぱ朝の6時台、朝食始まる前ですね、朝の6時台と2時、23、今の時間帯がすごく混んでるみたいで、夕食とかちょっと合間の半端な時間帯がやっぱ空いてんだよね。だからちょっとこの空いてる時間帯に上の屋上のねお風呂は行ってみたいですね。で今はちょうど能登半島を抜けてるとこ、猿山岬から玉洲岬、能登半島のちょうどここにいるとこですね。全然進んでないんだね。ゆっくり進んでる感じです。明日の明け方には大賀半島にいるって言ってたから、多分夜の間にグーって進むのかな。これこの間日本海フェリーで見たけど、この能登半島の先の灯台ね。今ちょうど輪島のところら辺にいるんですね。詳しい航路は前回出した新日本海フェリー見ていただければ分かると思うんですけど、多分前回はこの新潟に寄らないといけなかったから、佐渡島の間をこうやって入って新潟寄って秋田だったんだけど、今回はそのまま苫小牧に行くんで、佐渡島の西側を通って日本海をずっと行くような形ですね。こういう感じでね、だから陸地からはだいぶ離れるんじゃないかなと。で3時に乗船、3時過ぎ4時前ぐらいに乗船してから丸々半日ぐらいですか、乗船してみたんですけど、イベントが多すぎる。本当に水風とか七つ星乗ってる時もそうだったんですけど、水風とか七つ星列車の場合ってもう1編成である程度ここ行ってください、ここ行ってくださいってこう指示が入るんですよね、クルーの方から。だからあれもできなかった、これもできなかったっていうのがあんまりないんですけど、クルーズ船ってとにかくもう大きすぎちゃって大きすぎちゃうんで、自分でこう選択するんですよ、どれ行きたいかみたいなの。だからもう催し物が多すぎて、今日はとりあえず、カジノ、お金かけないカジノとダーツに行けて、で11階のデッキのウェルカムドリンク飲むところに行けて、その後ろ側にあるビュッフェでピラフ食べたりおでん食べたりとかできましたよね。他にもねいろいろあるんですよ、イベントが。ビンゴ大会だったりボーリングだったり、ウォーキング、デッキをみんなで歩きましょうみたいな。デッキもさ、各階にデッキがあるんで、本当に全部のデッキ行ききれないんだよね。でなんとこのルームサービスもあるんですよ。すごくない？お食事はとにかくずっと食べれます。朝の7時から夜の10時11時半まではずっと提供されるんですよ。どこかしらの階でいろんなお食事が出てるので、ちょっと明日の計画を練ってから寝ないといけないなと思いました。で明日朝起きればここも結構綺麗にね朝日が昇ると思うんで、晴れだからもうルームサービスとか頼んでここでさご飯食べたっていいよねとも思いました。ちょっとある程度明日の予定を組みましょう。で結構もうずっとご飯食べられるんで、午前中はちょっとねデトックスタイムにしたいから、今日ウェルカムドリンクをいただいたところでスムージーの提供があります明日。だからここで朝ごはんを食べましょう。はい。
でお昼はビュッフェと和食あるんですけど、ビュッフェはさっきおでんとかピラフいただいたとこね、和食は夕食いただいたところなんで、ちょっとお昼は和食、夕食いただいたところでここ和食にちょっと行きましょう。でこの朝ごはんからここまでの間に波のブックマーク作り教室整理券配布っていうのがあるんだよね。なんか旅のしおりみたいなのちょっとおしゃれなのを作れるやつがあるみたいなんで、整理券配布してもらって作りに行きたいな。昼食の前後どっちかにと思います。その他にもストリート輪投げとか社交ダンスとかあるんですけどね。でご飯食べ終わったら2つの会場に分けてビンゴ大会があるみたいなんで、ビンゴ行って、そしたらこの夕食の前に今日行かなかったんですけど、私カジノハマっちゃったからカジノずっとしてたんですけど、このプロダクションショーっていうのがあるんですよ。ここにショーが入るんで、ちょっとこれに行きたいなと。朝スムージーを飲んで、スムージーを飲み終わったらブックマーク作りの整理券配布に並びます。ブックマークを作ってから馬定食のお昼を食べるか、これ食べてからしおり作るかどっちか分かんないけど2部制で分かれるみたいなんで、この一連の流れが終わったらビンゴ大会参加します。お腹空いたらちょっといろんなとこでつまみつつ、ちょっとお風呂休憩、ボーリング大会とかあるけどあんまちょっとここは興味ないから、お風呂休憩、お夕食の前にプロダクションショーを見て一日を終えたいと思います。ルームサービスでもいいんだけどな。ルームサービスも結構がっつり、でもお寿司の8貫とかもありますね。4000円。ちょっと躊躇するお値段ですが、スパークリングワインとかのミニボトルとかもありますね。ミニボトルで1760円だ。これはいいね。結構良心的な価格かなと思います。フルーツ盛り合わせとかヤムチャ盛り合わせとかもあります。ドライカレー3000円くらいかな、2750円。焼きうどんとかもうな重とかも、ルームサービスでゆったりしてもいいかなっていう気もしますけどね。ちなみに船内では Wi-Fi が使えるみたいです。接続すればこれはねありがたいですね。ちょっと暇ですし動画の尺を稼ぐという意味合いでも過去鉄の持ち物紹介でもしていきますか。暇ですしメイクドロドロですけど、はい、今はですね能登半島のちょうど先っぽのところに来ているぐらいなんですけれども、持ち物紹介させていただきます。まずサンファイバー大事です。お通じに大事。毎日3本飲みましょう。これは水溶性食物繊維です。前回の太平洋フェリーの動画でも同じようなこと言ってると思うんですが、とにかくね旅先ではお便秘になりがちなんで、明日の朝3本飲んでおきましょう。はい、明日の朝の分です。でサプリ関連で言えばまとめてます。これはなんでカイチオール C との亜鉛とビタミン D これも毎日飲んでます。そしてメリロートむくみ対策。メリロートね女優なんで、はい、メリロートです。近くに来て紹介しちゃいますけど、これ髪の毛の濡れた時につけてその後乾かすっていうリペアオイルタイプのリペアオイルってやつなんですけど、これマジで髪の毛サラサラになって、私の担当美容師地面よりも腰が低いでおなじみ直樹さんがですね、これはすごいおすすめですよかっこてつさんということで、よくわかんないけど直樹さんからいつも買ってます。ありがとうございます直樹さん。でこれが私が大好きなロジェガレっていうところの練り香水、フィグっていうイチジクの匂いなんですけど、この練り香水ですね、すごい匂いするんですよ。そうバーム状になってて、これをこう手首とかに入れるとすごいいい匂いがするよみたいなやつです。テンション上がるから旅に持ってきてます。テンション上げるために。で、脇のやつバンのなんかウルトラプロテクトみたいな、全然違うプラチナロールオンだっかな。で日焼け止め、これつきやすいからいつもこれです。ビオレ UV 日焼け止めでしょ。でちょっとね体調崩しがちなんで喘息の吸引のお薬8月23日に処方してもらったやつなんですけど、これ苦しくなった時にやるやつね。でこれ大事。もう
体力勝負なんでね、キューピーコアゴールド A じゃなくて I プラス、目とかにも結構きますからね、撮影すると。これも大事です。バファリンとか糸ようじ大事です。エチケットです。ヘアバンド、ひまわりのヘアバンドかわいい。これこの間千歳空港の中にあるクレヨンしんちゃんのシネマパレードっていう映画で出てきたキャラクターとかがグッズになってる、日本に3店舗ぐらいしかないんですけど、シネマパレードで買ったひまわりのヘアバンドに、これはしんちゃんのヘアクリップ、かわいい。なんかイノシシ、リスみたいに塗ってるしんちゃんのヘアクリップです。本当はももちゃん大先生と分け分けしようと思ったんですけど、この間六本木に持ってくの忘れちゃいました。ごめんこれももうね、愛用していて2つ目なんですけど、ハンギョドンも好きなんですよ。ハンギョドンとかカビゴンとか大好きで、そう、ハンギョドンのヘアキャップ。これ髪の毛ね、洗った後乾かす前、スキンケアとかしてる時にかぶっとくと髪の毛が乾きやすくなるやつです。出ました、井川遥棒。大事、井川遥棒と、あとリファのブラシですね。これはトリートメントする時、濡れた髪にトリートメントする時とか使えるし、あと普通に髪溶かすのとかでも結構使えます。ヘッドマッサージとかにもなるんで使ってます。最近これ買いました。サロニアのストレートヘアブラシ。なんか8000円くらいしたんだけど、これ溶かすだけで結構髪の毛まっすぐになるよ的な優れたアイテムなんですよ。ギザギザになって髪の毛が入りやすいんだけど、根元にかけて徐々に太くなっていくみたいな。結構ね、これ溶かすと、ストレートアイロンじゃないんで全然癖とかはそんな取れないんですけど、ただ気持ち髪の毛はまっすぐになってサラサラになりますね。これをこうやって溶かしながら髪の毛を乾かすと結構いい感じになります。カゴ鉄の睡眠ちゃんポーチ、はいです。ユンスとオバジシの酵素洗顔ですね。これはもう必ずお決まりです。この2つは、ダイソーで買ったポーチなんですけど、もうボロボロ。見て、チャックは閉めてるけど、もうこれ新しいの買えないといけないんだけど、全然変えてる暇がなくて、同じ画角疲れちゃうから、ほんと自撮り棒持ってくればよかった。ダメね。でも同じなんですけど、いつもと。ただ新しく入ったものがあります。これなんだっけ、レジエリードルショットっていう女性の方だったら結構最近流行ってるんですけど、それのレチノールが入ってるちょっとハリ美容液みたいな、チクチクするんですよ。結構痛いんですよ、肌にのせると。だけど針にこの美容成分入ってて浸透するよみたいな。これ100ですね。強いやつだと700まであるんですけど、700はマジで痛いです。はい、レチエ。これなんか母鉄がくれたハーバル乳液とハーバル化粧水なんか、適当に使えるから旅に持ってきてます。で、私髪の毛をこうちょっと紫色を入れてるんですけど、ブリーチがだいぶ抜けてきちゃったんで今も茶色みたいな感じになるんですが、ちょっと黄身防止、赤み防止でムラシャンですね、紫のシャンプー持ってきてるのと、これもロジェガレのフィグっていう香りのボディミルクとボディーソープです。これフィグ大好きで、この香り大好きで、ちょっとアスカ2に来るんで高級に行きたいなと思ってアスカ2のために買いました。嬉しい。で、フィグの香水ですね。全部練り香水も持ってるし、スプレータイプの香水も持ってます。かわいい。こちらお誕生日プレゼントにね、この3点セットいただいたんですよ。全部別々なんですけど、これ親族からですね。これハンドクリームです。ミスディオール、お高い、なかなか買えません自分では。ミスディオールのハンドクリーム、なんかハンドだけじゃなくてもいいかなと思ってなんかいい匂いしそうだからいろんなところに使おうと思って持ってきました。と、これはインスタグラマーのお友達のリリカちゃんとかがいるんですけど、リリカちゃんからヘアボディオイル、金木犀の香りがする、いい匂いするんですけど、これもありがとう、お誕生日プレゼントいただきました。地面より腰が低いでおなじみの直樹さんです
そんな紹介してくれるなって感じなんですけど、担当美容師の地面より腰の低い直樹さんがリップバームですね。これもシャネルのいい匂いがする。まだ使ってない。これ3点セットお誕生日祝いにいただきました。ありがとうございます。記念にもうアスカで使わなければどこで使うんだと。今年は取れなかったんですよ。敷島も取れなかったんで、なかなか高級クルーズ的な旅が母鉄と一緒にできなかったから、ちょっとアスカで使わせていただきます。そう、敷島ね、去年は7つ星で一昨年は水風乗れたんですけど、今年はちょっと難しかったですね。でこれはナプラのヘアトリートメント。今髪の毛伸ばしてるんで、ちょっといたわりつつ行きたいなと思って、ちょっとヘアトリートメント持ってきました。このトリートメントをこのリファとかで溶かしながらこうケアすると結構いい感じになります。でいつもオイルクレンジング使ってないんですけど、いつもジェルとかミルクなんですが、旅先に出た時はこのファンケルのオイル、オイル本当に荒れちゃうんですが、ファンケルのオイルだけはなぜか荒れない。ファンケル以外はマジで荒れちゃう。あとヒロインメイクのリムーバーですね。マスカラ専用のリムーバーと保湿クリーム、大事。保湿クリーム、これはどこだっけ、なんだっけ、あそこのブランドなんだっけ、有名なとこあるじゃん。ロクシタのラベンダーのやつで、これはさっきのこの節買った時に一緒についてきたケアストレートトリートメントとシャンプーストレーニアの試供品をついでなんで持ってきました。でちょっとスキンケア全部終わった後に乾燥するなと思ったらハーバーのオイルですね。ハーバーのオイル、これ旅にちょうどいいサイズなんで、これを持ってきてます。感じかな。あとこれは去年のお誕生日、去年のお誕生日に地面より腰が低いでおなじみの直樹さんがおめでとうございますっつってくれたオッチオットのトリートメントだった気がするな。そうじゃなかったっけな、なんだっけな、なんかでくれたんだはい、オッチオットのトリートメントもう髪の毛ねブリーチしまくってたんで、ちょっと前まで綺麗に伸ばすってなると結構本当にケアしないとダメで頑張ってます。でこれもオッチオットのシリーズでミルキーっていうのが出てるんですけど、それを詰め替えで持ってきてます。トリートメントめっちゃトリートメントあるね。こんな感じかな。あとまつげ命なんでエマーキット、これめちゃめちゃ伸びるんですよ。もともとなんかまつげとか眉毛とか全部濃い方なんですけど、毛深い方なんですけど、さらに毛深くしようと思ってエマーキット使ってます。これめっちゃ伸びます、美容液で。キュレルの肌とか荒れちゃった時、唇荒れちゃった時に無難なこのリップケアクリームを持ってきてます。キュレル無難だからね、効果はどうなのかはちょっと分かんないけど無難です。肌荒れには強い。こんな感じですかね。持ってきた一式、私の衛生品って感じですね。すごい量でしょ。これでバスタイムです。ちょっと今日は移動もあったし、ちょっとヘトヘトなんでお部屋のシャワーで済ませてゆっくりしようと思います。長々と失礼しました。全然アスカ2関係ないけど尺を稼いでしまいました。すいません。私も稼がないといけない。アスカ2に乗るためにお誕生日といえど贅沢はできないわ。はい、必死に稼ぎます。明日も朝から頑張っていきましょう。よろしくお願いします。でも楽しい、ありがとう。これでもアスカ2本当にすごいなと思うのが、こんな細いやつをポンと立てといても全く揺れないんですよ。本当に揺れない。すごい。全然倒れないもんな。でこれ90年代初頭にできてるクルーズ船なんで、多分このウォシュレットとかは後から付けられてるんじゃないかなと思います。これはアメニティ類、歯ブラシとかね、そういう系でしたね。で不思議、これ6分ってどういうことなのかよくわかんないけど、オートストップ機能付き、だから6分で止まるようになってるのか。バスタブにお湯を張ると6分で止まれるようになってるんですね。なるほどね。はいはい。シャワー浴びていきましょう。お湯はかなり熱々です。温度調整も結構
細やかにできるんで、全然問題はないんですけど、かなり熱いのもできます。で、湯量はたっぷり、全然水圧も強いし、めちゃめちゃここのシャワーでもゆっくりできるなって感じです。すっきりした。すっきりしました。もうあとは頭を乾かして寝ちゃいたいと思います。ってことで、睡眠ちゃんに着替えましたら、しっかり娘を隠すスタイル。下は人手短パンです。疲れたー。うわっ、気持ちよすぎる。なんだこの前髪、気持ちいい。まあ一人なんですけど、今日も贅沢に2つベッドを使ってお休みしたいと思います。今は佐渡島のちょっと手前ぐらいですかね。本当にゆっくりゆっくり走行してるような感じです。目覚めたら男鹿半島ぐらいにいるんじゃないかな。めちゃめちゃ散らがってるけど B 型出てるけど、気持ちいい。よいしょ、いい夢見ます。それじゃまた明日。はい。おはようございます。朝早く起きようと思ったら、気づいたら朝8時でした。おー、外の天気は曇り、あったか。おー、今はどのあたりなんだろうな。ちょっと曇ってるけど、優雅な朝です。なんか本当にここにこう座ってさ、別にルームサービスで朝ごはんとかでも全然いいな。もったいない気がしてきたな、この部屋を楽しまないってことで。マジで揺れないです。本当に爆睡だった。今はどこら辺なんだろうな。今佐渡島をやっと抜けたところ。すみません、朝起きたら男鹿半島って言ってたけど、明日の朝だったかもしれない。あんまり進んでないんだな。ということで、改めましておはようございます。時刻は8時10分を回ったところです。めっちゃ寝た。超寝てしまった。よいしょ、映ってる。じゃあ大丈夫、私ちゃんと可愛く映ってますか。後ろがちょっと荒れ気味ですけど、昨日立てた予定としては朝の9時半までオリジナルスムージーをねいただけるので飲みに行きたいなと。でそれが終わったらしおりブックマーク作りがあるから、それの整理券もらって、お昼が和定食、これ食べ終わったらビンゴ大会、昨日と同じ5時15分から夕食で、それが終わったら昨日見れなかったプロダクションショー、これもらっちゃったんですよ。オリジナル卓上時計、国産杉材から生まれた組み立て式の卓上時計ですって書いてある。昨日まさかのアスカ2で一番得点取っちゃいましたそんなことある？生まれてダーツ真面目にやったことなくて、もちろん飲んだ流れでなんかダーツバーとか行ったことあると思うんだけど、マジでなんか初めてちゃんとダーツしたかもしれないです。で先代の今アスカ2代目なんですけど、先代のアスカ初代に使われてたウッドデッキの杉材を使ってるって言ってたけど、本当なのかどうなのかは分かりません。本当かそれって思ったけど、どうなんでしょう。ちょっとこれ置いておきましょう。これ組み立てたはいいけど外れないなんてこと、まあいいか、外れなかった外れなかった。すごいいい匂いする。杉の超いい匂いするわ。ちょっと待って、
電池はまんないんだけど、そんなことある？あ、はまった。時計ゲットだぜ。置いときますか、ここら辺に。はい、アスカ2の時計です。ほいだら加古鉄の朝の恒例行事行かせていただけたらなと思います。朝はサプリから一日が始まる。ちょっとこれ置いとこう、ここに見えるように記念に。まずは井川遥坊、頭のこりを、もうむくみがすごいね。昨日やっぱお酒いただいたし、結構遊びもあったからむくみがすごいので、井川遥坊で頭のこりほぐしをしていきます。顔が小さくなれ小さくなれと願わんばかりです。これやるだけでもね、結構違いますからね。頭皮のこりは顔のシワたるみにつながってくるのよってどっかの誰かが言ってた気がする。やっぱアスカ2ちゃんとしたクルーズ船なんで、パジャマで外出ちゃいけないんですよ。最低限の身だしなみのお化粧、ファンデーションはして、このお洋服も睡眠ちゃんでは外に出れない。そしてストレーニアの櫛、ストレートになるのかさ。まあ櫛はアイロンじゃないから完全にストレートにすることは難しいんですけど、ただこの櫛をしてブローして寝て朝起きるとそんなに癖ついてなくないですか？だからまあ買ってよかったかなと思う。この需要あんのかな、こういうシーンって。でもなんか一緒に生活するように旅する動画撮れたらみんなも楽しいかなと思って、ちょっと映像に収めることにしています。橋本環奈の朝の準備だったらさ、載せる価値あるかなとか思うんだけど、お前の朝の準備いらねえよって私も思ってますんで。あ、ちょっと揺れてるかな、ちょっと揺れてる。全然揺れないなと思ってたんだけど、アスカってちょっとこう、ただまあホテルみたいなもんですね。マジで快適は快適。太平洋フェリーと新日本海フェリーも乗ったんですけど、全然多分揺れてあれでもマシな日だったと思うけど、それでもね、太平洋フェリーと新日本海フェリー結構気持ち悪くなっちゃったんで。あ、でも揺れて、ちょっと揺れてるな、ちょっとだけ揺れてる。ちょっと気持ち悪いかも。はい、全然もう海の上のホテルみたいな感じです。やっぱね、旅に出るとお便秘がね大変なんで、サンファイバーは水溶性の食物繊維なんで、うんちがスルンと出やすくなるよみたいな感じなんで、まずいんだけどね、味はそんなにしないけど、まあなんかちょっとまずいかなっていう感じはするけど、ジュースとかに入れちゃえば味は多分ねごまかせるんだけど、水に入れて飲むと結構やっぱ独特なちょっと癖がありますね。まあでも健康には変えられないってことで、本当に健康に効いてんのかどうなのかは気持ち次第だと思うんですけど、サプリなんてまあ気持ちで元気になるんならいいんじゃないって感じで飲んでます。これをシェイクすると透明になるんですわ。ですわ。こんな感じ、だんだん濁りが取れてきます。で、朝の元気のもと、キューピーコーは I プラスミニサイズかわいいでしょ。これを2粒、今日も元気をくださいねって願いを込めていただきます。トランシーノホワイトかな、これハイチオール C じゃなくてトランシーノホワイトプレミアムみたいなやつだった気がする。美肌。あとは亜鉛とビタミン D。 亜鉛は髪の毛とか爪とか強くしたり、あとはちょっと元気が出たりっていう感じですね。ビタミン D はあんまり私日光を浴びることがないので、日光を浴びると生成されるらしいんですけど、ビタミン D ってそう日傘とか差しちゃうし、あんまり日に焼けたくないから日中外に出ない生活が多いので、
こう元気のためにビタミン D と亜鉛が飲んでます。本当は朝一じゃなくて食事した後とかに飲んだ方がいいらしいんですけどね。サプリマニアの方いらっしゃったら教えてください。でもう寝起きで顔がパツンパツンのパンコパンコなんで、メリロートはなんか毎日飲んだら体に毒かなってちょっと思っちゃうんで、旅に出て撮影がある時だけメリロート飲んでます。とりあえず終わりかな。1年の流れはちょっと軽くお化粧して9時半までに行けばスムージーいただけるんで、スムージー飲みに行きます。ひまわりちゃんで、ひまわりちゃんに元気をもらう。ひま、そういえばクレヨンしんちゃんの佐藤9日堂潰れるよね。11月で営業終了。悲しい。ひま誕生。そして私の特技である爆速コンタクト付けをやっていきましょう。はい、私はなんだっけ、デイリーズトータルワンっていうのがちょっと高めのコンタクト使ってます。かなり乾燥しなくていい感じだけど、とにかく高いっていうところだけは難点。まあだけど健康には変えられないですからね。ちなみにカラコンとかはつけない派です。裸眼で勝負したい。はい、一発。でもなんかカラコンとか雰囲気変わるから可愛いな。あ、失敗しちゃった。私の特技なのに一発でつけられなかった。はい、2発。カラコンさ、なんかカラコンって本当に若い人がつけるもんだなって思ってたんですけど、最近普通になんかいろんな人がつけてて、顔の雰囲気変わるから可愛いなって思い始めた。いいですよね。いくつになっても好きなことをしていたい。これ昨日のレチノールは昨日の夜使いました。朝はなんかちゃんと日焼け止めとかしっかり塗らないと日に焼けちゃうとダメみたいで、朝のスキンケアはオバジの酵素洗顔と、あとはユンスの美容液とハーバル化粧水、この2つ使います。なんかこれこの間スナイデルでいただいたんだよね。リファイング VC ショットっていうこの試供品、使う場所ないからここで使って荷物を減らそう作戦。旅先ではいくら荷物を減らせるかっていう勝負してるようなもんですからね。パンパンに詰めてきて帰る時にはほぼ軽くなってるっていうのが理想の旅ですね。でこの酵素洗顔だと泡立てネット持ってきた方がいいですよっていうお声たくさんいただいてて、本当にそうだなと思ったんですけど、めんどくさいんで持ってきませんでした。言うことを聞きなさい。気持ちいい。洗顔って気持ちいいな。シャワー浴びようかな。シャワー浴びればよかった。まあいいか、日中お風呂入りに行くし。このオバジェのね酵素洗顔は本当にツルツルになるんですよ。もうだいぶ長いこと使ってますけど、毛穴ツルツルです。で肌が突っ張るってこともないし、結構おすすめ。ひまにすみんちゃんが可愛い。夕食自体は急に夕食の話してるけど、夕食自体の量はね全然多くないですね。ちょっと普通よりも少ないかなぐらいの夕食の量なんですけど、多分それはいろんなところでビュッフェとか軽食とかいただけるんで、それも食べてほしいっていうことで量がね少なくされてるんだと思いますね。でクルーの人がもうどうですか食べませんかみたいなめっちゃ言ってきてくれる。それは本当にありがたい。でも食べ過ぎちゃうとさ、本当食べたいんだけど、北海道ついてからもいろいろ食べたいものあるしさ、なんか撮影もあるから顔パンパンになっちゃうじゃん。でも太らない体があったらいくらでも食べたいとかっていうとさ、なんか食べたくても食べれない人も、太れたくても太れない人もいるのに、そういうこと言うのってどうなんですかっていう、また
アンチ的なコメント来るからあんま言わないでおこう。言っちゃったけど、朝はスムージーぐらいで胃をちょっとすっきりさせとくのが一番いい気がしています。朝食べるとなんか編集とかするときに眠くなっちゃうんだよね。これ分かってくれる？なんか朝食べると眠くなっちゃう。ユンスの美容液です。これも長いこと使ってるけど本当に効いてんだか効いてないんだかいまいち分かんないけど、なんか肌が綺麗になったような気がしたりしなかったりしてます。塗るとあったかくなるんですよ、顔がポッて。いやよく寝たな。でもそれだけ揺れなかったってことだな。ちゃんとね、首までね。首大事よ。たたたたたた、ここの自家線のところをこうあたたたたたほぐしてあげると全然あたた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 あたた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 で、これはなんだかわかんないけど VC ショット謎ですが、あ、やばいやばい、めっちゃこぼした、もったいない、めちゃめちゃこぼしちゃった。あ、いい匂いする。これも何にくんのかわかんないけど、とりあえずいただいたから塗っておきます。あ、しっとりだな。あんまり朝しっとり系の使っちゃうと化粧崩れるからあれだな。これ夜に使った方がよかった。今日の夜また使おう。首もね、ちゃんとね、首大事ですよ。首に年齢って出るから。余ったやつは肘に塗ってますいつも。あと膝膝も昨日スカート履いた時にこのコーチで傷つけた膝が痛々しかったけど、これも私の旅の勲章よ。結構しっとりしちゃったな、美容液で結構しっとりしちゃったので、化粧水いいかな。ちょっとよれそうだからハーバル乳液をちょろっと。じゃん、戻ってきました。めちゃめちゃゆっくり朝の支度をとってる。もっとアスカ2のいろんなとこ紹介してほしいよ。わかる？まあいいでしょう。しんちゃんで朝元気になれるならなんだっていいわ。かわいい。顔がベタっとしてるのでティッシュを。最近同世代プロ二十歳の女性の方もすごく見てくださってるので、どういうコスメがおすすめだよプロ二十歳っていうのあったら教えてくれたら嬉しいです。あ、なんかちょっと揺れてるな。ちょっと揺れてる。ちょっと気持ち悪い。なんか一気にメイクしちゃうからめんどくさいな。一気にメイクするの。土台だけちょっと綺麗にしとくか。誰に合うか分かんないからね、本当に怖いですよ。誰に合うか分かんないな。 YouTube やってるとこんなところでっていうところで視聴者さんに声かけられたりする。なんでこのすっぴんの時にとか、あとなんかそういうすっぴんの時に限ってイケメンに合っちゃったりとかねしますよね。世の中ってうまくいかないよね。はい、でまずプリマビスタシークルズで帽子下地、もう何年も使っている。これで崩れやすいとこ小鼻と額、ここら辺も汗で崩れやすいんでファンデーションドロドロになりやすいから。冬場になると塗るとパキパキになっちゃうんですけどね。冬はそんなに塗らないけど、冬以外の時は崩れにくくてすごく気に入っています。でこれはエステのお姉さんが勧めてくれたプロテクト UV ジェル日焼け止め。これ当倍とかにした方がさ綺麗になるの。1倍でかい。でも当倍の方が結構綺麗。なんかズームした時にちゃんとここに焦点が合うんだよね。合ってるかな。すごいよね今の iPhone って。洗浄ね、日がすごく強いですから、筆の上しっかり日焼け止め塗らないと本当に新ミシは大敵ですからね。今の iPhone ってすごいよね本当にさ。私なんか加工とか別に全然なんか自慢でもなんでもないんですけど、めんどくさくてね、その画質の加工とかフィルターとかつけないんですよ編集の時に。そうするとマジであらが見えやすくて、なんか時代の進化って
時に残酷なんだなって思ったりしますね。なんか 0.5 倍の広角にするとちょっと画質落ちてなんか綺麗に見えたりとかするんですけど、画質落ちるから。当倍はね、もう本当に見たものをそのまま映しますからね。怖い世の中よ本当に。スナイデルルミナイジングトリートメント UV なんか美容系 YouTuber っぽい。これもすごい良かったんだよな。もうお姉さんがおすすめしてくれたんですけど、スナイデルの前回湯布院行った時の動画になってますかね。綺麗に薄付きで仕上がる。まあ厚塗りして隠したいところなんですけど、肌はね。だけどそうすると崩れやすくなったりとか、あとはなんか厚塗りしちゃうとさ、後々もうそれから逃げられなくなりそうで、極力薄付きのものを選んでいます。これでも男の人とか見てなんか結構コメントでなんか厚化粧ですねとかってすごい来るんだけどさ、私もマジで化粧そんな濃くなくてと思ってんだけど、自分ではそんなに朝も15分くらいでメイク終わるし、ファンデーションも結構薄付きなんだけどなと思って。まあでも多分この3つの工程ね、皮脂崩れ防止下地で日焼け止めで下地化粧下地で、ここに最後コンシーラーが入るんですけど、まあ、この工程だけでも何もしない男の人とかにしてみれば結構やってるってなるかと思って。まあ今男の人もなんかメイクする時代だからな。男は女はとかって言うとまたなんかちょっとめんどくさいことになるからあんま言うのやめとこう。はい、ってことで、コンシーラーです。なんかペンシルタイプのコンシーラー。ファンデーションみたいにピタッと密着するんでありがたいものです。紹介してくれてよかった。このコンシーラー巡り合えてよかったですね。もう色素沈着もあるし、寝不足もあるし、あとはやっぱ年々プロ20歳にもなってくるとこの目の下に脂肪が溜まってくるんですけど、脂肪をこう取るクマ取り施術っていう整形みたいなのをしないともう骨格的にもクマってもう取れなくなってきてるんですよね。人の前に出る人結構このクマすごいですね、休んでますかみたいな言われることとか多いと思うんですけど、しょうがないのよ。もうここはね、もうみんなクマってできるもんだから。やっぱ自分の顔ってあんま見ないじゃん。自分でそんなにじっくり日中鏡見るときしか見ないじゃない。で人の顔ってやっぱさ気になっちゃうじゃん。しかも照明がさこう上から当たってたりとかするとめっちゃ影になってクマできちゃうみたいな。だから人のを見るとすごく見えちゃうんだろうね。自分にも同じぐらいのクマあってもって思う。悪気ないのはすごいね分かってます。だけどなんか言われると萎えちゃうから、クマ取りとかしに行こうかなとかって思うんですけど、放送が入った。おはようございます。おはようございます。中央林の公開情報をご案内申し上げます。船長の渡辺でございます。よろしくお願いします。渡辺さん。本船は現在津軽海峡に向け航行中です。おお。今後の航行予定ですが、午後3時半頃に秋田県の岡半島沖を航行、夜の11時頃には津軽海峡に入ります。ただいまの気温は25度、天候は曇り一時雨、予想最高気温は26度の予報となっています。涼しい。スナイデルのプレストパウダーです。ありがとうございました。船内放送はそんなにガンガン入る感じじゃないね。なんか太平洋フェリーとか新日本海フェリーとか結構船内放送しょっちゅうされてたけど、なんか太平洋フェリーは本当に少ないですね。じゃないや、アスカ2はなんかあんまりその邪魔しないようにしてんのかな、プライベートな時間をみたいな。で額とかはパフでつけて、その他のところはふわっとブラシで。まあスムージー飲みに行くか。ちょっと下地だけですけどパパッと済ませました。今度リップバーム、地面より腰が低い直樹さんがくれたリップバームだ。いい匂い。これでパパッと着替えてスムージー飲みに行きます。
着替えましたってことで行きましょう。夜はまたちょっと衣装チェンジします。ディナーのタイムはね。朝ごはんです。よいしょ。おあ、朝プール入ってる人いるな。いいな、プール。やっぱ水着持ってくればよかったかな。あ、でも結構揺れてる。めっちゃ揺れてる。このプールの水面を見てるとどれだけ船が揺れてるかっていうのが分かりやすい。あ、だからあれだね、全部なみなみに入れられないのは船が揺れてる時にこう水を逃がさないといけないからこういう作りになってるんだね。なるほどね。はい。ってことでスムージーをいただいてちょっと小腹空いたからビュッフェで何か口に入れよう。よいしょ。おはようございます。昨晩から何回繰り返したんだってくらい言った言葉、スムージーやっとありつけました。フローズンでちょっと氷でシャリシャリしていて割と本格的な青臭い感じのモロヘイヤとかケールとかがね入ってるような健康にすごく良さそうなスムージーでした。ありがとうございました。で、あんだけ朝は排泄の時間すっきりしたいからスムージーだけなんて言っておきながらあれ来ちゃいましたね。ちゃんとリドガーデンの方、せっかくなんでね、せっかくなんでも何か言ったかわからない言葉ですが、アスカツ乗車しているわけですから少しでも朝から楽しみたい、そう思ってやっぱり来てしまいました。ありがとうございます。ちょっとどころか割としっかり朝からカレーをいただいてしまいました。カレーライスってずるいよね。すごいいい香りが漂ってたんでついつい注文しちゃいました。あとはライブキッチン、その場で焼いてくれるオムレツ、このペンギンのケチャップが可愛い。ちょっとこのアスカツーのオリジナルドレッシングが美味しすぎてサラダおかわりしちゃった。サラダのドレッシング何種類か用意されていたんですけれども、私がかけたアスカオリジナルドレッシング、これめっちゃ美味しかったですね。そもそも野菜嫌いじゃないので毎回必ず食べるようにはしているんですが、結構頑張ってね朝の時間だと、体のために食べているところがあるんですけれども、このドレッシングかけたら美味しくて、なんと朝から野菜おかわりしちゃいました。で、ネバネバ快調ですから、ネバネバって腸にいいですからね。オクラとか、あとは美容のリコピン、トマトとか、森のバターでしたっけ、あれそうだったっけ、アボカドって森のバターって言われてたよね。あれ海のバターがホタテだよね。森のバターってアボカド言わなかったっけ。ごめんなさい、そんなことはどうでもいいとして、美味しくねいただいていたら、隣に座られていたアスカに何回も乗船したことがあるというツアーの添乗員さんが話しかけてくださいました。今日結構揺れてますよね。ちょっと気持ち悪い。食べながらちょっと気持ち悪いなと思いながら食べて戻しそうって思いながら。の薬持ってますか？いいんですか？すごい申し訳ないです。すごい助かります。さすが慣れてらっしゃるんですね。いや、乗り物結構強いでしょうね。いろんなもの乗らないといけないですもんね。バスも乗らなきゃいけないし、助かります。ありがとうございます。2回だね。すごい助かります。ダーツもされるんですか？
初めて。ああ、初めてでどっちで、なんか左も使えるので、どっちで投げようかなって。右で投げたら全然違うところに行っちゃって、で左で投げたら刺さったから、左で投げてたんですけど。周りのお客さん盛り上げてらっしゃって、さすがだなって思います。すごい盛り上げてくれる。いや。楽しまない。あ、まあ確かにね、そうです。まあお仕事で来てるんだから、こういうところだけは楽しまないといけない。そう。もうあとはお金上がったら一生懸命働かないといけない。本当そうですよね。何人ぐらいのツアーなんですか？でも少ないですよ。22名連れてる。じゃあなんか少人数で結構いいですね。大変なお仕事ですよね、添乗員さんね。でもね、朝にね、こうやって何回も乗れるでしょ。まあそうですね。すごい羨ましがられますけど。まあね、何も知らない人だとね、いいね、仕事で乗れてってなるんですけど、大変ですよね。気抜けないしね。いやー、そう、大変ですよね。思います、いつも。旅行とかして、ホームの端の方でずっとなんか工程表を見てる添乗員さんとか、この仕事は大変だなと思って。ごちそうさまでした。なんだかんだスムージーだけじゃなくて朝食もしっかりいただいてしまいました。野菜多めに取れたのがね、嬉しかったですね。ちょっと後ろのデッキ出てみましょう。さっきね、お話ししてくださった方がツアーの添乗員さんの方で、アスカクルーズも3回乗るっておっしゃってたんですけど、今日はめっちゃやっぱ揺れてるみたいですね。もう酔い止めいただきました。マジで助かった。私乗り物酔いしないと思ってたんですけど、結構するのがもうちょっとかなりね気持ち悪くなっちゃったんですけど、これ飲んでちょっと時間を置いたら少し楽になりましたね。面白かったのが特急やくもの新型車両に乗りに行くためだけのツアーに参加したことがあるって言っててもうそれ切符自分で取っちゃった方が早くないですかっていう、そうなんですけどみたいな、そういうツアーも一応あるんですよってねおっしゃってました。いろんなお話聞かせていただきました。面白かった。進行方向はこっちかな。もう曇っちゃって全然見えないけど、あれですね、佐渡島を完全に抜け切って北上しているところですかね。今日のお昼食ですね。お昼ご飯お作り、石川県産のお醤油を添えてカンパチとか、あと揚げ物とご飯、そうめん。これ6回昨日ダーツとかしたところに来たんですけど、ハリウッドシアター、映画館だ。すごい。こっちは売店とかあるのかな。アスカ2の6デッキ中央部には売店が4ブースほどあります。一つじゃないところがさすが豪華客船だなといったところです。お土産物だったり、あとは酔い止めとか衛生品も売っていたり、アスカ限定のこの船上でしか買えないグッズもあります。もちろん先ほどレストランで出されていたアスカオリジナルドレッシングも販売されていました。これちょっと欲しかったんだよね、美味しくって。ただ荷物になっちゃうんでね、ちょっと重いので今回は購入しませんでした。他にも昨日見た衣類を販売しているブースとかもあります。長いとね、世界一周クルーズなんていうのありますから、季節をまたぐクルーズに乗るとどうしても荷物一つだけじゃ済みませんよね。そういう時にお洋服を船の上で調達、全てこの船内で完結できるっていうのがまたアスカ2の醍醐味です。で、ここが昨日カードゲームした場所ですね。スロットとかもある。スロットもやったことないんだよな。楽しかったです。で、後ろに行くと後方にもシアターじゃなくてプロジェクションマッピングショーとかいろんなショーをやってるところがあるんですね。これで麻雀もできます。すごい。麻雀、将棋、オセロ。
ギャラクシーラウンジ。あ、ここでビンゴ大会やるんだ。2時からね。もう船内が迷路すぎて分かんないな。結構揺れてるね。波がかなり立ってるかなっていう感じがします。でもさっきの酔い止めが効いてきた。ちょっと下も降りてみましょうか。よいしょ。すごいいい香りがする。なんだろう、アロマだな。お昼ちょっとここに食べに来ましょう。お腹いっぱいだけどね。こっちがカクテルバーかな。ちょっと7階まで上がってきて、昨日出発式を見たデッキまで来ました。なんかデッキでいろいろゲームとかやってるって聞いたんだけど、あれ気のせいなのかな。どこでやってんだろう。この上が救命ボートですね。すごい。何かあったらここに来ると、こっからボートを下に下ろすと。なんか下が賑やかそうだな。よいしょ。あ、すごい。ゴルフ場とかあるじゃん。すごい。これはもう一回行きましょうか。もう一回お願いします。すごい。面白そうだった。なんかイカを足で投げて点数取るみたいな。何こっち。あそこの奥で輪投げをやってるんだ。なるほどね。ここにどうやって来ればいいのかはマジで分かんなかったんだけど、7階のデッキから降りたら下に来れましたね。なるほど。でここが有料のバーかな。バーだな。ここで有料でお酒を飲むこともできるし、ダンスタイムにはダンスをすることもできるって感じなんですかね。そういう感じっぽい。難しい。本当に船内が広すぎてわけわかんない。で多分アッコママが船に乗ってよくお歌歌うって言ってたけど、こういう感じで歌唱されてるんですかね。ここのフロアを見つけるまでに500万年ぐらいかかりましたよ。マジでたどり着くの大変だった。今ロックプラザデッキっていうところにいますね。スポーツエリア、さっき見たゴルフしてるところとかがスポーツエリアか。で輪投げやってたところ、クラブ2100ってとこがダンスホールで、マリナーズクラブ、さっきのカクテルのところですね。でコンパスルーム、カードルーム、ライブラリーもある。気になるな。ちょっと逆行ってみますか。ここは図書館ですかね。いろんな本が読めるんだね。貸し出しもできるので。でここがコンパスルーム準備中。波のブックマーク作り11時から11時半。そう、整理券もらうの忘れてたな。ここで
しおり作れたんだ。ごめん、なんか船内探索に夢中になって整理券もらうの忘れてた。いやー残念。ちょっとやりたかったの。ここが女性のトイレ、共有トイレですね。今日なんかいろんなところで常連さんが多いんですけど、もうみんな今日は揺れがひどいって言ってる。確かに結構揺れてる。ここの輪投げ大会の会場はもう私来ることがなかったんですが、夕方になると社交ダンスの教室が開かれ、夜6時から12時まではダンスホールとなります。アスカ3 2025年竣工サークルマイルストーン。これなんか個人の名前が書いてあるんですけど、何かな。2000泊。ちゃんと記録されてるんだ。すごっ。ちょっと見てみますか。こちらはハリウッドシアターアスカ2の映画館です。1日3回上映されます。本日流れていたのは大河への道っていう日本作ですね。名前はハリウッドシアターなんですけれども、他にも日によ洋物が流れたりするみたいです。新日本海フェリーとか太平洋フェリーでも映画流れていたんですけれども、あっちはねお子様向けの映画もあったんですが、アスカ2はどちらかというとちょっと大人な映画が多かったですかね。ここがスモーキングラウンジですね。タバコ吸えます。ここじゃないと逆に吸っちゃダメ。なんか目白押しでしたね。ここがエステサロンかな。船内でエステもできると。船内には専属のカメラマンがいて、いろんなところで写真を撮っていただけるんですが、このような形でまた船内で販売しています。売店もわけわかんないな。ここがバッグとかブランド品かな。アスカ限定の。でここがお洋服。さっきのグッズ売ってたところはどこだ。反対か。こっちもお洋服を売ってて、この後ろにアスカグッズがあるのか。かわいい。傘とかもあるんだ。とりあえずアスカ2の入れる場所全部に入ろうと思って、まだ足を踏み入れてなかったザ・ビストロにやってまいりました。ここではアスカ2のオリジナルハーブティーだったりコーヒーだったりいろいろいただけます。食事の提供はなく、ここはドリンクだけですね。どうしよう。ヘーゼルナッツ1つ。テイクアウト用のカップで冷たいヘーゼルナッツコーヒーみたいなものをいただきました。めちゃくちゃ甘かったです。なんかよくわからないんだよね。名前が難しくてアスカ2おしゃれすぎてどういう味がするのかがいまいちよくわかりませんでしたが、美味しいには変わりありません。で周りを見てみるとなんかおしゃれなねカップで飲んでたんですけど、私ねテイクアウト用のカップだったんですが、この席に座るとウェイターさんがやってきて多分注文取ってくれるんですよね。これテイクアウト用のカップだったな。多分席に着いたらウェイターさんが注文取りに来てくれるんですね。この緑茶飲みたいな。このホットのオールグリーンいただきたいんですけど、これ帰りにブラックコーヒーもいただいて帰ろう。いただきました。温かい緑茶、粉末緑茶だそうです。旅のしおり作るなんかイベント、あれの整理券取れなかったのが悔しい。あれちょっと作りたかったな。まだ大丈夫かな。多分もうダメだろうな。定員いっぱいになってそう。ちょっとそこは悔しかったです。マジやること多すぎて、アスカ2なんかいろんなイベントが多すぎちゃって目白押しすぎて忘れちゃいますね。そんなこと言ったらもうすぐお昼ご飯の時間ですからね。あっという間。す
ぐ時間が経ってしまうのがアスカ2時間なんて一瞬で過ぎ去っていきます。とにかくやることイベントが多すぎる。全部に手を出そうとしちゃうとさすがに2泊3日じゃ足りない。半年クルージングしてやっと楽しめるぐらいなのかもしれません。日本最高のクルーズ船ってこういうことなんですね。こんな高級な空間を味わわせていただきました。ありがとうございます。最高な誕生日の瞬間、1分1分1秒1秒噛みしめています。ってことで帰ってきました。朝ごはんスムージー飲みに行くだけのつもりでほぼノーメイクで出たんですけど、めちゃめちゃ時間潰してしまって11時まで2時間丸々2時間部屋帰ってこなかったです。本当にやること多すぎる。で波のブックマーク作りを整理券配布終わっちゃったんですけど、まだ空きがあるってことだったので12時45分から12時45分になったらブックマーク作り行こうと思います。で昼食が11時半からなんですけど、本当にお腹空かなすぎマジでだけどせっかくなんでね、和定食をしっかりとおメイクしていただきに行こうかなと思います。なので昼食をいただいてからブックマーク作り、もうねずっと何かしらが提供されてるんですよ。朝はパンケーキが提供されてて、でハンバーガーとかピラフとかあって、夜はこう麺類夜泣きそば的なのもあってみたいな。いやー目白押しです。映画館もちょっと見れましたし、輪投げ大会もやってたし、社交ダンス教室、今から社交ダンス教室あるんですね。社交ダンス教室あって、輪投げやってたところでね、でラダーゲッター大会っていうなんか得点競う大会もあるし、また社交ダンス教室またあったりとかして、夜はダンスタイムだから社交ダンス教室で習ったことを夜のダンスタイムで披露できるってことですね。なんかそこまで元気ないな、なんかいろんなものを見すぎて結構ちょっとぐったりしちゃいましたね。でカフェでいただいたお茶も美味しかったです。ゴルフの練習場みたいなとこあったじゃないですか。あそこでもさっきはなんかイカ投げゲームみたいなのやってましたけど、その他にもいろんな催し物があるみたい。もうわけわかんない。そして眠いそして眠いです。入り口のところに起こさないでくださいっていうシール貼っとけば清掃は入らないんですよ。でも基本的に遊びに行ってる最中に清掃はしてくれます。で今出たところにちょうど係の方がいらっしゃったんで、替えのタオルとお水くださいって言っていただいたんですけど、そしたらはいどうぞって渡される時に、海外の方なんですけどね、ジェシーさんがですね Oh you are beautiful 綺麗かわいいって言ってくれました嬉しい。こんな嬉しいことあります？はい。ってことで今は、佐渡島を過ぎて新潟の沖合を走行してる感じですね。いやーいいね。やっぱ笑顔で褒めてくださるって嬉しくなりました。それがお世辞だとしても You are beautiful かわいい、ありがたいね。ちょっとこの変わり映えのない画角からなんですけれども、しんちゃんをつけておメイクを完成させていくとしますか。なんか途中のデッキ歩いてるところにもうなんかアスカメモリアルみたいな盾があって、何泊されたみたいな2000泊とかっていう人がいたんですけど、だからああやって管理されてるんですね。アスカの方にも記録が残るらしくって、そうだから連泊してくれた人はああいう形で船内に名前が刻まれるっていう。で多分一番上のロイヤルスイートかな、10デッキ11デッキ、この1個上2個上のランクのお客さんがちょっと話してたのを小耳に挟んだっていうか聞いたんですけど、なんか専属のアテンダントみたいなのつくのかな。なんかスーツを着たアテンダントさんが一緒に館内巡られてて、で昨日の夜はよく眠れましたかみたいなお話を聞いてたんで、
結構だからね、お得意さんとかは顔が覚えられてて、そういう専属サービスみたいなのもあるのかもしれないですね。あとなんかそのアスカクルーズのこの船の中でも次のとか来年のとかアスカの予約ができるみたいで、ちゃんとその漁港のデッキツアーデスクが設置されていました。そこで予約を取っていらっしゃる方も何人か見たので、だから本当に好きな人はこのアスカに乗っている間に次の旅の予定をこのアスカでまた取るみたいな感じなんだろうな。めちゃめちゃ富裕層だよね。そんなだってこれだって今回のクルーズ20何万したっけな、27万とかそれぐらいしてますからね。本当に断腸の思いで取りましたけど、だからちょっとでも長く動画尺を撮って稼いでいきたい。なのでいらない過去鉄のメイク過程も載せちゃうよっていう感じなんですが、こんなに喋っててよくメイクできるなって思う。すごくない？褒めてあげたい自分を。どっかで聞いた言葉だな。谷京子だっけ？褒めてあげたい自分を。オリンピックだよね。なんかオリンピックも終わったね。パラリンピックも終わったのかな、今やってんのかな。全然そんな、もうテレビ見なくなっちゃったからな。東京五輪の時もあんまり、まあ東京でやってたからちょっとね話題にはなってたけど、そんなにそんなになんかもうないな、オリンピックみたいな。もうテレビも家でつけないことがほとんどだし、だからさ、まあこの電波がつながらないっていうのはあるんですけど、アスカの上で、まあここのお部屋は12階まで接続することができるのかな。だから12時間接続することができるんですよ。ロイヤルスイートとかになっちゃうと無制限で Wi-Fi つけられるんですけど、なんか衛星から飛ばしてるんだって、電波を。だからすごい、だいたいその新日本海フェリーとか太平洋フェリーの中でもお金払えばWi-Fi つなぐことができるんですけど、それでもね結構弱かったりするんですが、アスカの Wi-Fi ってマジでめちゃめちゃ YouTube 見れるし、本当に強いなんか衛星、なんだそれ、強い衛星っていうか電波状況いいんだなって思いましたね。何の話してたっけ？あ、そうで、そうネットは見れないっていうのはあるけど、テレビって船出しちゃうと見れないじゃん。だけどもうテレビ見る時代でもなくなっちゃったからさ、全然なんか余裕だなっていう、デジタル系がなくても。あとはなんかもう船内でのイベントが多すぎちゃって、本当に携帯見てる時間もないみたいな感じですね。デジタルデトックスにはなるかもしれないけど、体的には楽しい疲労があるし、多分胃腸も結構疲労がすごい。なぜならばずっと食べ物が提供されるからである。かわいい。これケイトのなんか黙々とメイク進めてるけど、ほとんどなんかスナイデルビューティーでお姉さんが勧めてくれたものを全部買ってます。添乗員さんも一生懸命さっきのカフェでお仕事されてたな。添乗員さんは岡山から、東海道新幹線乗って、サンダーバード乗って敦賀で北陸新幹線乗って金沢まで来る工程だったんですって。でそれで北海道着いてからもちょっと何か所か観光して、そのまままた岡山に帰るみたいなツアーらしいんですけど、それの添乗員さんだった。だからなんか陸に上がると仕事はあるんだけど、船内だと別に特に仕事ないじゃないですか。それぞれがおのおの楽しめばいいから。だから船内は仕事しなくていいから、まあそれでもねスケジュールのチェックとか必要で大変だと思うんですけど、まあ電話も繋がんないし、観光先と。だから昨日もダーツバーで一緒になったんですけど、ダーツとかちょっとして息抜きしてますっておっしゃってましたね。
ただなんかその同じツアーに参加されてるお客さんが船の中で会うと、あ、ここに添乗員さんいたみたいな、ここにいらっしゃったんですねみたいな会話がちょっと生まれてて、楽しまれてますかみたいな、その一人一人に乗船されてるお客さん、ツアーの参加者一人一人に声かけとか一生懸命してて、楽しまれてますか、船揺れませんでしたかみたいな。でもさ、なんかその船内で仕事してる時も案内する時もずっとやっぱ笑顔でいなきゃいけないじゃんなんていうの、本当まあ YouTube も似たようなとこあるかもしれないけど、ずっとやっぱさまた違うじゃない、対人で付き合ってるからさ、添乗員さんはなんか、いや結構大変な仕事だなと思った。嫌な顔できないじゃん。まあ嫌なことはないと思うけどさ、結構ちょっと疲れちゃったりとかしててもさ、スケジュールこうやって詰めながら参加者の方に声かけられたらさ、あ、楽しまれてますかみたいな、やっぱ笑顔のお仕事って感じじゃないですか。で旅ってもう結構なさ額かけてくるわけでしょ、アスカも。だからさ、なるべくなんかそのいい思いして帰ってほしいじゃないですか、お客さんには。だから笑顔をずっと添乗員さんもねしてないといけないっていうのが、いけないっていう言い方はあれですけど、結構大変な仕事だなって思いましたね。でもやっぱり友達とかからはもうアスカに何回も乗れて羨ましいみたいなこと言われるんですけど、いやいや仕事やからって思ったりするんですけどね。まあでもありがたいですよねっていうお話をねしました。いやでも大変ですよね、仕事で旅をするのもって思いつつ、でも仕事で旅できるなんてこんなありがたいことないよなと私も毎回思っております。今日は自分へのタンプレみたいなもんなんですけどね。過去鉄の命のマスカラで、はい、目元に風を吹き込んでいきます。ヒロインメイク2本使い。ヒロインメイクいいですよ、マジ鬼リピートしてる。太いので液をたっぷりつけて、細いので溶かしていく。でもなんかさ、このやっぱロイヤルスイートとか一番上の段階で、一番上の部屋で、この一つのアスカの中に4部屋ぐらいしかないのかな、一番上って1部屋かな、多分本当に少ないと思うんですけど、もうめちゃめちゃお金かかるわけですよ、100万単位でね。でもこれは昨日のベテランアスカクルーザーの夕飯でお隣になった方がおっしゃってたんですけど、やっぱそういうお金持ってる人たちってもう結構何回も乗って乗り慣れてることが多くて、アスカに。だからわざわざ出てこないって言ってましたね、部屋から。もうずっとゆったり、外出てきてももう一通り遊んで慣れちゃってるし、疲れるからルームサービスを部屋で頼んで海を眺めながらゆったり過ごすっていう。でバスタブもしっかりついてるんでいいのがね、一番上の部屋になると。だから航海の最中本当に寄港地、立ち寄った港とかで遊ぶことはするけど、船内は本当に動くホテルとしてゆったり楽しむみたいな。だから以前スーツさんの動画でもどっかの海外の豪華クルーズを動画にしてて、それ拝見した時に、なんか海外のクルーズ船でもいろんなレストランがあって、もう自分で選択してどこのレストランを食べに行くとかできるんですよ。その時にレストランに行っても人が全然いないと、案外人は空いてて少ない。なぜならばこういうクルーズ船に乗船される方というのはお金持ちが多くて、金銭的に余裕がある富裕層というのはあまり食事にがっつかないからですっておっしゃってて、確かにと思った。私7つ星とか水風でめちゃめちゃがっついてたんだとこんだけ払ってるんだから元取らないと精神がねやっぱ働いてしまうんですよね。もうお金持ちってさ、それが日常だからさ、そんなここでがっつかなくても、で陸に上がってもいいもんいっぱい食べれるわけじゃん。だから別にがっつかないんだろうなって、優雅にただ過ごすだけでいいんだろうな、海を眺めつつって思った。でもそんな人たちと同じ空気をねちょっとでも吸わせていただいてるだけでも私は本当にありがたいですよ。それもこれも画面の前のあなたのおかげで。リプモンですね。昨日のリプモンはちょっと濃いめの色だったんですけど、今日は妖艶ちょっと明るめのサーモンピンクみたいな色にしてみます。
あ、かわいい。いいんじゃないですか。非常に。よいしょ。やっぱお化粧すると違うわね。しっかり私もすっぴんとかで大学行ってたんですけど、学生時代は。でもさ、まあ若さってカバーできるじゃん、なんでも。だからさ、ね、若い頃はあんまりなんかそんなにお化粧しすぎちゃうと肌に悪いから、なんか素材が活かせるうちはそんなにお化粧しなくったって、ファンデーションくらいで外に出れば肌も早めに傷まないから、母鉄もよく言ってたんですけど、なんかこの間お家に帰ったら、なんかようやくお化粧が似合うお顔立ちになったのかしらねって母親に言われて感慨深くなりました。なんか今まではずっとちょっと若いピチピチの可愛さがあったけど、ようやくお化粧が似合うぐらいの年頃にかごちゃんもなってきたのかもしれないわね。ジュエリーもやっと似合うようになってきたのかもね。若い頃はね、どんだけ安いネックレスつけても若さでカバーできるけど、だんだん年を取ってくると安いものもつけられなくなってくるから、若いうちはもう質より量でいろいろつけといた方がいいわよってよく言ってたけど、ただそんな母鉄は7つ星に、1万円のネックレスつけてきました。大金ですからね。でも1万円、そう1万円大金ですから。かわいい。いきますか。はい、ちょっとお衣装チェンジをしてみました。昼食に行くってことなのでキラキラさせてみました。靴下も変えようかな。靴下もちょっと変えて表情変えてみます。ちょっとこのゴールドの、この間軽井沢のアウトレットで買ったんですけど、ゴールドのキラキラが入ったシースルーのニットなんですけど、さっきシャツが白かったから白い靴下履いたんですが、ちょっとこのゴールドに合わせて靴下もキラキラにしてみましょう。ゴールドキラキラいいんじゃないですか。で爪のネイル新しくなったんです。ちょっとこんなとこで見せるのあれですけど、爪のネイルがヒョウ柄ネイルになりました。このアスカクルーズのために買ったんですよ。去年買おうとして売り切れちゃってたんですけど、今年は早めに入手しました。アグのファンケットっていうブーツですね。かわいい。かわいい。ちょっとゴージャス感出ましたね。ちょっとゴージャスになりました。雰囲気を変えて、こういうのもアスカの楽しみ方だと思うんで、雰囲気を変えていきましょう。今回のお衣装紹介します？毎度恒例になってるんで。このワンピースは去年も一昨年も着てるかな。去年北海道行った時も着てるんですけど、 KBF のやつです。かわいい。でこの下のラメがフリークスストアのやつ、アグのファンケット。靴下はユニクロだったと思う。持ってきたスカート類、これユニクロ1990円。これ可愛かった。初日に着てたやつですね。1990円。かわいい。こっちは GU カーゴのミニスカート。これもいつか箱で、昨日の夜履いてたスカートユニクロ2990円。これもかわいい。昨日着てたブラウスは KBF の、ある列車乗った時着た。これもかわいいんですよ。 KBF。 これも KBF。 これも KBF。 かわいい。 KBF のブラウスかわいいです。ちゃんとこれ足の裏拭いてるんでね、拭いてるんで許してください。この靴下、キラキラ靴下ユニクロなんですけど、昨日履いてたこれはファミマで買いました。ファミマソックスです。半額で200円ぐらい出した。ありがてえ。こんなもんかな。あと白と黒の T シャツ1枚ずつユニクロです。両方ともユニクロ。今回のためにまた持ってきたんですけど、これ北海道でかぶろうかな。ビームスとニューエラがコラボしたコーデュロイのキャップなんですけど、これ可愛いんです。1個黒色持ってて、もう4年前に北海道行った時つけてたんですけど、あれなくなっちゃったから、ビームスとニューエラのキャップまた新しいの買いました。もう可愛いんです。どう？可愛い。鏡自分で見て可愛い可愛いって言ったら世話なくていいよね。これ可愛くない？このファンケット、アグのファンケットと一緒に北海道のために買ったのが、これも売り切れてて、去年売り切れてて、今年はもう出た瞬間に買ったんですけど、それでももう私がラスイチで今も売り切れちゃってます。ネット販売も全部売り切れてるんですけど、かわいい。チェルシーブーツ、
アグのチェルシーブーツです。夜はこのチェルシーブーツでかっこいい感じで行こうかなと思います。かわいいでしょ。はい、アクセサリーもしっかりつけまして、昼食とあとはしおり作りアクティビティ行きましょう。よろしくお願いします。お昼食は和食です。お刺身とか食べられます。再びアスカ2の5デッキに舞い戻ってきました。このシースルートップス天使、ここは昨晩お夕食をいただいた場所ですね。自由席なのかなと思ったら、お昼はしっかりアテンダントさんがアテンドしてくれました。すごいなんか二次言葉になっちゃった。で、お飲み物もピルスなど生ビールハーフ&ハーフとかあるんですが、アルコールはね全部別途料金がかかります。最低料金も990円くらいからだったかなと思います。本日のお献立はさっきね11デッキで見たような感じ、お作りと炊き込みご飯とそうめんとかっていう感じでしたかね。で、真ん中の円卓ではなく両脇の窓に近い方のお席に案内していただきました。ありがとうございます。お吸い物じゃなくてそうめんなのが新鮮だなと思いました。中にはハモが入っていて、夏、もうちょっと終わっちゃってるんですけれども、その季節感を意識した和定食ですね。そして全体の量は少なめです。私がたくさん食べるからなのかわからないけど、女性の私から感じてもちょっと少ないかなレベルで、昨日のコース料理もそんなに品数があるわけじゃなくて、本当に適量、腹8分目ぐらいの料理でしたね。これは多分もういろんなところでいろんな食事が提供されるので、そっちも楽しんでほしいっていう思いと、おそらく乗船される方ってある程度もうお仕事ファイヤーされてる方、リタイアされてる方とか、ちょっとご年配のねお金を持った富裕層の方が多いような感じだったので、もう食が細い方のことを考えてるんじゃないかなという気もしますね。あとはこれも勝手な憶測なんですけれども、アスカ2の中にジムが結構ちゃんとしたジムがあって、専属トレーナーさんもね駐在している時間があるんです。で、綺麗なスタイルのいい女性もたくさんいたので、体型気にされる方多いですよね。なのでちょっとそういう方のことも考えて、小さく品よくまとめられてるのかなと思いました。7つ星に乗車した時も本当にね量がちょこっとだったんですよ。全然お腹いっぱいになるかならないかぐらいの量だったんですけれども、私と母鉄はね、お金持ちってお上品な方多いですから、あんまり食にこだわらないと本当に多いかも。そこまでめちゃくちゃふくよかな体型っていう方もあまり見なかった印象がありますね、アスカ2の中では。さっき食べたぐるぐると大葉に巻かれたイカ、風味高くてコリコリとしていて、しかもとろっとしている、とても美味しかったです。出港セレモニーの時に津軽三味線秋広会の方々が金沢のえんやらほいっていうイカ釣り漁師さんの歌を歌ってくださったんですよ。で、船を出してからすぐ上にランプをずらっとつけたイカ釣り漁の船みたいなのが見えてたと思うんですけど、この辺やっぱイカたくさん取れるんですかね。函館とか青森とか津軽海峡のところってたくさんイカが取れるようなイメージです。ごちそうさまでした。やっぱり昼食の定食もかなり量が控えられてますね。いろんなところでいろんなもの食べられるように少なめになってます。ちょっとまだ時間があるのでお部屋戻ってきました。外出てみましょう。晴れましたね。結構暑いな。全然暑い。今山形の方、山形県沖を走行してます。なんか島が見えてるな。
いぶ本州はうっすら見えてますけど、だいぶね沖を走行しているとこですね。今見えてるのは飛島が遠くに見えてます。で、夜中の間佐渡島の隣を走ってた感じですかね。だから夜は見えなかった。この間の新日本海プリはこの内側をこう行ってたんですけど、今度は思いっきり外側です。3時半くらいになったら男鹿半島のここに差し掛かるって言ってたかな。で、夜にかけて津軽海峡を行くと、ゆっくり走行しています。ということで、アスカツ散策に必死になり逃してしまった整理券、それでもなんとかなるだろうかということで、先ほど通ったコンパスルームに波のブックマーク作りのワークショップできるかどうか並びに行こうと思います。お、なんか入れそうですね。よかった。この整理券取れなかったことを密かに結構ショックだったんで、めちゃくちゃ嬉しかったです。定員に余裕があれば、その当日その時間に並んで整理券がなくてもできるみたいです。本日作るのはビーズと造花を使った本に挟むしおりです。これを自分の手作業で作っていきます。大丈夫でしょうか。私去年の七つ星でもね、いぐさを使った鍋敷作ったんですけれども、その8割を師匠1と師匠2に作らせた私ですから、今回は大丈夫なのかどうなのかちょっと不安ではございますが、テーブル1つのテーブルに5人ぐらいで座っての作業となりますので、まあこれだけいれば師匠いるだろうと思ってなんとか頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。そしてパール通せましたでしょうか。パールを通せましたら、お次は青いビーズを5個通してください。こちらも2本ずつ通します。青いビーズを5つ通してください。すいません、5個むずこれ船酔いする人無理ですね。やばい。5個通せましたら、今終わっている方はビーズをキュッキュッとカツラ側に近づけておいてください。さあ、よろしいでしょうか。今まだ終わっていない方いらっしゃいますか。手を挙げてお知らせください。早いの。細かい作業続きますので、結構早い。個性出ますね。お手元の資料1番目のところを今行っております。回るだけに通し戻しをしてください。こういうことこういうこと？下から上に、そして2本とも2本取りで通し戻しをします。ビーズをこちらの下の方に押さえながらやると仕上がりがカチッとします。揺れるタイプのブックマークになります。上手。じゃあ大丈夫そう。一緒です。これなんかちょっと2本とも出しました。あれ2本とこのパールに4本通ってるってことになるんですか。なると思います。上手だね。もうリタイアしそう。いや、師匠ダメでした。師匠すいません。やった、できた。半分以上作らせて終わりそうな感じ。今パールを青いビーズが運んでいる状態になっていれば正解でございます。軽い気持ちで参加したんですが、結構これ難易度高くて、なんか通し戻しとかいう聞いたことないこうビーズの編み方の技をやったり、1個のこのビーズの穴の中に4本このアクリルの紐を通したりしなきゃいけないんですよ。とにかく細かい作業なんで、これちょっとね、老眼きつい人とかは大丈夫なのかなって思っちゃいましたね。あとは今日はいつもより若干船が揺れてるんで、酔い止め飲んでなかったらアウトでしたね。多分このテーブル一面に吐いて私終わってそうな気がしました。ちょっとね、気をつけてください、もし参加される方は。
いけた気がする。これで山に行くか。できた。ちなみにこのしおり作りワークショップは2部屋に分かれて行われています。定員1回40人くらいかな。結構な数できたかと思います。でスタッフの方は3名くらい1部屋にいらっしゃって、こう手を挙げればね来て見てくれるんですけれども、やっぱりねちょっとねテンポ早いです。結構ちょっとびっくりしちゃいました。なかなかなテンポだなと。自分でしたんですか？お母さん。器用だ。すごい上手。私結構遅い方だったんですが、割とパキパキ皆さん作られてて、すごいなと思ってましたね。でご年配の方半分くらいいらっしゃったんですけど、結構サクサク作られてて、すごい負けてる、やばい、私で比べるもんじゃないですけど、若いのにもう頑張らなければっていう気持ちになりましたね。やっぱり頭はこうずっと何か手先とか動かして脳みそは一生活性化させといた方が健康のためにもいいんだなっていうのを改めて思いました。そしてこの同席してくださった師匠、ありがとうございます。お隣に座られていた方がなんと20歳とか、現役20歳だ、怖っとかで、アスカ2に2人で旅行に来たんですよっておっしゃってて、いや恐ろしい20歳だなと。この子たちが大きくなったらどんなプロ20歳になるんだろうと、それ恐ろしいなと思いながらお話をさせていただいたんですけれども、一生懸命アルバイトでお金を貯めて半年に1回ぐらいこうやって旅に来るんですよっていうお話もさせていただきました。素敵な自分へのプレゼントですね。完成披露マックスで完成いたしました波のブックマーク。こんな時こそキューピー校はゴールドアイっていうことで、行き着く間もなく次はビンゴ大会です。ビンゴ大会は2つの会場に分かれて行われます。映画を見たハリウッドシアターと、今日の夜プロダクションショーが行われるギャラクシーなんちゃらっていう会場、2つに分かれて、行います。1つの会場にかなりの人が入るので、一斉にめちゃくちゃ大人数でビンゴ大会やるような形になります。皆様こんにちは。なんとびっくり、空席以外は満席でございます。ありがとうございます。さあ皆様、終日公開日、クルーズならではの終日公開日ですけれども、お楽しみいただけてますでしょうか。いろんなイベント船内であります。じゃーん、パチパチとありがとうございます。さあ本日もたくさんご用意しております。皆様一気に目の色が変わってざわつき始めましたが、大丈夫ですかね。これアスカ2専用のビンゴ台紙なのかな。結構ね画期的だなと思います。久しぶりにビンゴなんてやるのでルールちょっと思い出せなかったんですけど、最初こうフリーっていう真ん中の穴開けるんですよね。それで番号呼ばれたらこうやって色を塗っていくんですが、一番最初に何もしてなくても番号1個目に赤くするとフリーの数字も一緒に連動して動くようになってて、全部振り出しに戻したいときは真ん中のフリーをギュッてやるとみんな白くなるっていう、こう伝わりますか、言いたいことなんかね、すごいね素晴らしい手間がかからないビンゴのこの台紙でしたね。次 B の列の9番、 B の列の9番、私たち何々の列の何番と言っていきます。ステージの上にはずらっと景品が並べられていて、なんとあちらすべてすっからかんになるまでビンゴ大会続けられました。最後の方はもう敗者復活戦みたいな感じで、アスカ特別ルールでこう負けた人からどんどん引けるみたいな、なんかとにかく全部はけたいみたいな感じだったんですけれども、過去鉄はアスカ2乗船してからね、使い果たしちゃった感がありますからね、1回も当てることができませんでした。しかしこうビンゴ当てた人はそこからさらにこうくじ引きを引いてどれがもらえるかみたいな景品のもらい方をするんですけれども、
ちゃんと小さい子にアスカ2のレゴブロックが当たってたりとか、ぬいぐるみが当たってたりとかして、ちっちゃい子めっちゃ喜んでたんですよ。神様はねやっぱ見てるのかな、みんなにこう平等に幸せがいくように見てるのかもしれないななんて思いました。欲はかきすぎちゃいけないですね。ここでビンゴ大会当たらなかったのは過去鉄にとって正解だったんだと思いたいです。すごい当たらなかったけど楽しかった。あと新入社員と2年目の日本郵船の社員さんがめちゃめちゃ頑張ってて、私はちょっとね親心というか涙出そうでした。大変ですね。ご苦労様です。ご苦労様でした。楽しかったですちょっとねデザートなんかをいただいて、夕食まで時間があるのでお風呂行ってみましょうかね。いちごとチョコ。はい、どうぞ。ありがとうございます。あとせっかくなんで外でいただいちゃいましょう。そんなに寒くもなくてちょうどいいお天気です。これジャグジーもあるんだね。素晴らしい。素敵。水に持ってきたらよかった。せっかく船上で生活をしているわけですから、潮風を浴びながらティータイムさせていただこうじゃないですか。今回9月の5、6、7のクルーズだったんですけれども、幸い晴天で雨には一度も降られなかったですかね。ちょっと曇りで小雨がちらついてた時もありましたけれども、この季節って毎年台風が発生する時期で、今回のクルーズもこの直前に台風発生してたんですけれども、かなりノロノロ台風ありましたよね。あれでこう北上するのが遅くって、なんとかその時期を逃れて、素敵な安定したクルーズを楽しむことができました。これも普段の私の行いがいいからというか、皆さんが応援していただいているおかげだと思います。ありがとうございます。そして頼んだのはストロベリーとチョコレートのアイスクッキーを乗せていただけました。そこにプラスしてビュッフェに置いてあったアップルパイなんかをちょこんと乗せて、ちょっと豪華なねティータイムといきましょう。全然昼間涼しいんですけど、半袖で十分ぐらいの気温ですね。さっきのビンゴ大会は当たんなかったけど、昨日非売品の時計いただけたので全然大丈夫。暑い。もう東北の沖だけどめちゃめちゃ暑い。うわー、スカクルーズ素晴らしい。この青綺麗に晴れましたね。素晴らしい。最高のお天気。うわー、日本海を北上しております。こっちが本州側ですね。すごいね、本当に優雅なひととき。ちょっとお風呂に入りたいんだけど、お風呂どこかな。ちょっとね、目の前に見えてきたんだけど、あれ、男半島ですね、多分。ちょっと風切り音が申し訳ないですが、男鹿半島見えてきました。男鹿半島だと入道崎とかになるのかな。はい、でぐーっとこっちが秋田県。もう秋田は今年慣れちゃいましたね。よいしょよいしょ。すごいね。半島の付け根ぐらい、あそこが八郎潟とかになるんですかね。もともとはこの男鹿の方と日本
列島の方はつながってなかったんだけれども、米代川と雄物川の対流物によってつながったんですよね、陸続きに。見えるね。プールがキラキラとしておりますが、16デッキ、浮きを浮いてる。すごいキラキラしてますけれども、こっちの後ろ側に行ったら大浴場があるのかな。3時からまた入れたはず。よかったね、晴れて。よいしょ。あ、グランドスパ。はい、こっちに行けばちょっとゆったり湯船に浸かれる感じかな。よいしょ。ここですかね。お邪魔します。よいしょ。わ、すごい。岩国入港記念とかある。あ、記念証がずらっと並んでるんだ。石巻入港記念。へえ。海外の港もね。宮崎、日向市、平成20年、萩市、金沢港クルーズターミナル初寄港。あ、3年前なんだ、金沢港に初寄港したのはね。へえ。堺船舶釧路だって。釧路もあったり呉もあったり、すごいね。男鹿、いろんなとこ入港してるのね。八代港、熱海のこれ海外だ。カナルでパナマ。へえ。敦賀2011年。留萌港も行ってんだ。へえ、初めて知った。留萌、大船渡、いろいろ行ってるんだね。いや、歴史がある。飛鳥2ももう間もなく終わっちゃいますからね。次は3になります。これ利尻島にも行ってるし、佐世保にも行ってる。これ見てるだけでも面白いな、めちゃめちゃ。すごい、眺めてるだけでもここは面白いです。で、あ、ここがね、女性用のスパですね。グランドスパ。あ、女の人がこっちか。6時から12時、13時から25時、深夜1時まで入れます。してきます。よいしょ。人はね、多分少ない方だとは思うんですが、でもまあまあ結構いるかなって感じ。多分混んでるとめっちゃ混んでると思うんで、中はすっごい広いです。露天風呂も広いし、内湯もジャグジーあって、スチームサウナもミストサウナもついてる。もうすごい本当に簡単な温泉施設ぐらいあったんですが、人はそこそこいるかなって感じですね。空いてる時間狙っても。網走港、高松港、いや、ここ一生眺めてられるな。どこに入港したのかっていう。2008年海フェスタ岩手。いや、楽しいね。下関港、小樽港、鳥羽港。こういうところに名前が上がらないのが我が出身県群馬県、他にも長野とか岐阜とかね、栃木とかいろいろありますけど、港がない、飛行機もない。ただ新幹線駅は2駅3駅あるのかな。安中春名、上毛高原、高崎。五島列島にも行ってんだね。すごいね。新島とか。いや、楽しかったです。ありがとうございました。
で夕食の時間にもうなっちゃうんですが、あと2時間くらいあるのでちょっとゆったりしようと思います。高松港はうどん。さっぱりしました。ここは飛鳥アベダエステサロンかな、アベダサロンです。ネイルサロンとかもある。こっちはフィットネスセンター、ジムだ。インストラクターの方もねちゃんといらっしゃいます。海彦っていうね有料のお食事どころですね。お寿司、海鮮盛り合わせとかあります。ここはスイートとかロイヤルスイートのお客様が、専用でお食事する場所ですね。ちょっとカフェ来ました。冷たいお飲み物いただこうかな。アマレットアールグレイティー、美味しそう。すごい。大浴場で一風呂浴びさっぱりいたしまして、そしたらやっぱ腰に手を当てて牛乳とか飲みたいじゃないですか。そういう気分でね、1日目のウェルカムパーティーの時に来たパームコート再びやってまいりました。ここではこの時間帯でしか提供されない特別なアマレットアールグレイティーが飲めるそうです。でパームコートに座っていたらなんだか奥の方に空間があって、歩いていくとここはビスタラウンジ、また新たな場所を発見してしまった。はい、ありがとうございます。すごいかわいいピンク色。これは飛鳥2でしか味わえないカモメイルジンジャーのハーブティーです。特製ハーブティー。ピンク色が可愛らしい飛鳥2特製アマレットアールグレイティー。目の前に迫り来る男鹿半島を眺めながらいただきます。結構甘い。あとアールグレイっていうより杏仁豆腐みたいな風味がしましたね。それがアマレットって意味なんでしょうか。それに合わせていただくのは特製ハーブティー、カモミールだったかと思います。結構ね疲労たまります。楽しすぎても疲労たまるんで、このアロマな香り、鼻から抜けるカモミールを癒しつつ、そこにアマレットを投入していくという二刀流でビスタラウンジさばかせていただきました。ありがとうございます。カフェ出たところに和室があるんですけど、ここすごい気持ちよさそう。囲碁将棋できて、男鹿半島が見えてますね。ここは多分誰でも使える場所だと思う。和室まであるんだな。ここでゴロゴロしてても案外使う人いないからね。またリードカフェにやってまいりました。このチュロス1本だけ食べたくて、夕食までもう1時間ぐらいなんで、なるべくお腹をいっぱいにしないようにしてるんですけど、どうしてもこれが食べたかった。優雅。さっきのビスタラウンジで30分ぐらいぼーっとしてました。男鹿半島がどんどん近づいてくるのがね、いいですね。風力発電の機械がめっちゃこう水平線に見えるようになってきて、半島が近づいてきたんだなと思います。いいし、すごいちょっと散らかり気味なお部屋に帰ってきたんですが、男鹿半島がちょっと進路を変えてね、さっきまでこの半島にぶち当たりそうだったんですけど、すごいね。ちょっとそれてこう男鹿半島を舐めるように渡っていきますね。すごいね。あそこは何なんだろう。展望台。男鹿半島の展望台っぽいな。
9月に入りましたけど、秋田県沖は全然あったかいですね。そんなに寒くない。あれ、あそこに見えてるのって水族館かな。多分小鹿のなんか入道岬の先端に水族館あるんですよね。ガオっていう。だいぶ近くに見えてきました。ちょっとゴジラ岩って言われるやつが見えたような気がする。多分ね、旅館とかが、ホテルとかがちょっと見えますね。で、向こうが男鹿半島の付け根の風力発電のとこなんですけど、あそこの海岸がすごい綺麗なんだよね。そう、こうダダダダーっと立ってるんですけど、あそこの海岸がね、一回連れてってもらったんですが、すごい綺麗だったの覚えてる。今はちょうどここ、もうすぐ入道岬が見えてくるかなくらいですね。男鹿半島を抜けて日暮れとともに北上して、夜11時過ぎぐらいに津軽海峡渡る感じです。能代八郎潟、そう男鹿半島ですね。この米代川と雄物川の対流によってできた半島、もともとは別々だったんですけど、ガッチャンコしたんですね。まあゆったり進みますね。新日本海フェリーとか太平洋フェリーとか乗ってるとめちゃくちゃゆっくりだなって思います。だからその分揺れとかもすごいのかな。なんかアスカ2もベテランアスカクルーザーの方から言わせると、昨日の夜、今朝はめちゃくちゃ揺れたっておっしゃってましたね。世界遺産、文化遺産、ユネスコの白神山地ですね。日本で一番最初に登録されたユネスコ世界遺産で、船内の決算はこの乗船カード、これで全部、これがクレジットカード代わりになってるんですけど、まとめて生産しないといけなくて、それを今日の10時までにレセプション受付で行っておくと、明日スムーズに降りられるよっていうことだったので、ちょっとそれしに行きましょう。あとこれ昨日モンテカルロの景品引換券、はい、これ何になるのか分かんないけど、これをしつつお夕食の時間ですね。早い、もうずっと食べてる。もう1回目の夕食なので、私はあと30分くらい夕食の時間になっちゃいます。お夕食行ってプロダクションショー、昨日ね見れなかったんで見に行きましょう。今ちょうど目の前に水族館が来ましたね。多分あれ水族館だと思うんだけど、多分あれが水族館かな。で、横にそらしてちょっと遠くに見えてるじゃないですか、陸地が。あれがね、入道岬の方ですね。男鹿半島の先端、だいぶ近くなった。灯台も見えてるな。あれ違うかな、あの灯台が入道岬で、奥に続いて見えてるのが本州なのかな。そうですね、あれが入道岬で、奥にうっすら見えてるのが本州。青森と秋田の境の方面かな。ってことで再びお着替えしました。再びお着替えして、まだ時間マジで早くて全然お腹空いてないんですけれども、
もう夕食の時間になるので行っちゃおうかなと思います。明るいうちにね。で夜時間が空くのでちょっとゆったりしてプロダクションショーを見て、チケットを引き換えてモンテカルロの昨日の賭博じゃないカジノのね夕食の案内ですかね。でクレジットカードの登録もしてきちゃいましょう。夕食が1回目のお客様。はい。ただいまご夕食の用意行きましょう。それではお着替えも済んだので行きましょう。かわいい今日この日のためにゲットしたアグのチェルシーブーツです。アスカで下ろせて幸せだよ君も、はい、よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。スパークリングワインの C で、はい、グラスで料理はアスカ豚のローストと、あとは紫芋とココナッツミルクのデザート。はい、お願いします。すみません、ありがとうございます。楽しみください。はい。アスカのお皿が綺麗だな、すごく。ブリザーブドフラワーが一個一個の席に置かれてるんですけど、これもおしゃれで可愛い。昨日のスパークリングは一番高いのにしてみたんですよ。 A のクランチコルタだけど、今日はちょっと使いすぎちゃったなと思うんで、半額以下のドグラッシアリアンスブリュット990円のやつにしてみました。味の違いはあんまりよくわかんないけど、やっぱ昨日の方が美味しかったような気はしますね。今日はちょっとキレが強くて辛口みたいな感じ。わかんない。これを値段変えられて出したらこっちの方が美味しかったって言うんだろうな。こんな感じです。昨日は黒毛和牛のローストだったから、今日はアスカ豚のローストにしてみました。変えてみました。これスパークリングワイングラスですかボトルですかって言われて、あ、グラスでって言ったら、うん、そうだよねみたいな、ちょっと笑われた。かわいい。デュエットとビーツと洋梨のカクテルだそうです。ビーツと洋梨のカクテル難しい。おしゃれなカクテルグラスで出てきたリエットとビーツと洋梨のなんたら、はい、いただきました。複雑なお味。まだまだ私にはこの深みのあるお味を理解するのには早かったかもしれませんが、美味しいという感想だけは残っております。細やかな感想はごめんなさい。すべてアスカ2の上に置いてきました。難しいんですね。やっぱり複雑な味を表現するって私自身も経験積まないとなかなか言語ができないものがありますから、単純なオムライスとかハンバーグとか、その2つが単純というとまた怒られちゃうかもしれませんけれども、なかなかね、ちょっと私も食力を磨いていかないといけないなと思いました。サーモンマリネとアボカド、野菜のゼリーがけです。オクラ大好きだから嬉しい。難しいわ。どうやって食べてもいいのか。野菜が不足しがちになるんで、後悔してると野菜をたくさん食べたくなりますね。贅沢な食事ばっかりで野菜がなかなか取れない。
でコース料理の量自体は結構控えめですね。お上品な量です。これはいろんなところでお食事いただけるので、今日も多分結構少ないんじゃないかな、量は。ありがたいよ、こんな料理たくさん食べれるようになってて。毎日結婚式みたい。昔は結婚式ぐらいでしかコース料理なんて食べられなかったからさ、ありがたい。ありがとう、誕生日にこんな素敵な経験させてくれて。もう嬉しすぎてお腹が全然空きません。西日がすごいですね。今日も多分水平線に沈む。お天気良くてよかったね。今日も水平線に沈む夕日多分見れると思うんですけど、今はすごい日差しが強いですね。西日が強い。美味しい。種類を何個か選べるのがありがたいです。パンがなくなったらすぐパン持ってきてくれるんですけど、めっちゃ食べたいんだけどさ、もういろんなところでいろんなものが食べられるから、あんまりお腹をここで満たしたくないっていう気持ちもあるけど、まあ結局貧乏症で食べちゃうんだよね。悲しいかな、一般人の。もうさ、こんな感じでカメラずっと回してる人なんてさ、全然いないわけ。リピーターの方もめちゃめちゃ多いからさ、なんかでも私はこう撮影しないと乗れないわけですよ。撮影をして旅費代を稼がないと乗れない。もうごくごく普通の一般人、極細客なんで、何回もアスカなんか乗れないから、一生懸命稼ぐためにカメラを回して楽しんでいます。で、食べれるものは、いただけるものは一生懸命いただくと、可能な限り元を取りたい。どれだけ食べれるかで勝負したいです。次はトマトのポタージュスープ、ポタージュが来ます。食べ物をご用意いたしましょうか。赤ワインでカベルネ・ソービニョンで。かしこまりました。こちらがですね、トマトをポタージュしてございます。トマトのポタージュ、ドリンクのおかわりいかがですかって言われて、全然飲むつもりじゃなかったのに、とっさに赤ワインくださいって言ってしまった。ちょっと見栄を張ってしまいました。もう1杯990円するんだよ。サイゼのさ、もう1リットル1000円のに慣れちゃうと、グラスで990円って結構、グラス1杯990円は気合入りますよね。とことん味わって飲もうと思います。これもアスカ価格なのかな。普通に頼んだらもうちょっと安いのかもしれないけど、戦場価格なのかもしれないですね。トマトのポタージュスープです。はい、はい、すみません。グランドカザックカベルネソービニョン。美味しい。これはパンが美味しい。うん。赤ワイン美味しいな。来るね。脳天を突き抜けてくる。ちょっと船が揺れてますかね。でも全然気にならない。見てだってこのワイン全然揺れてないでしょ。これ美味しい。見て、全然揺れてないよね。すごいよね。
本当に船揺れないんだ。美味しい。なんかさ、アルコールが飲み放題じゃないわけ。7つ星とか7つ星も限られてたけど、時間水風とかさ飲み放題じゃん。まあそもそもの値段が高いんだけど、1人60、70万ぐらいするじゃないですか。だからで2泊3日だし、値段も違うんだけど、やっぱ飲み放題だったからバカバカ飲めたっていうのはあるけど、アスカっていっぱいいっぱいお酒の値段かかるんで、ちょっと気にしながら飲んじゃいますね。最低価格で1杯990円からなんですよ。だからほぼ1000円。ちょっとビビっちゃう。アスカには乗るけどドリンクの料金はケチるっていうのが一般極細客です。でも美味しい。幸せ。このスープ超美味しい。これめっちゃ美味しい。過去食べた中でも最大レベルに美味しいぐらいの美味しさ。トマトスープパンつけて食べるのがすごい美味しいんだけど、これってつけて食べていいのかな、わかんないけど、まあ美味しいからいいよ。手洗いに出たんですが、すごいね、入道崎越えました。ありがとう入道崎。そして反対側には夕日が沈みそうです。すごいすごい。あーすごい、夕日が沈んでいく。水平線にしっとりと沈んでいく夕日。いつもは空の上にある太陽なのでちょっと止まっているように見えるんですけれども、この下にすっぽりと隠れる瞬間、本当に一瞬です。こうしてこの光景を眺めていると、時間って結構早いんだなっていうのを感じましたね。ただなんとなく平凡に毎日過ごしていても着実に1分1秒時間は進んでいると、そう感じてハッとしました。母鉄が実家に帰ると私によく言うんですけれども、60なんて人生本当にあっという間に来ちゃうよと。もう着実に1分1秒年は取っていますからね。だんだん体も動けなくなってきますんで、今あるこの体、時間を大切にやろうと思ったことはどんどん挑戦していかないとと思いました。楽しかった。めちゃめちゃ綺麗に夕日見れました。最高だった。だけでいただきます。いただきます。泡と一緒に食べてる。難しいな、食べ方。食べ方難しい。いただきます。過去鉄お魚大好きで、お肉かお魚かって言われるとどっちかというとお魚を選びたい派の人間なんですね。特に今提供されている白身魚のフリット大好物です。今日のも大麦がプチプチとしていて不思議な食感で新鮮だったんですが、昨日のお魚料理もとても美味しかったです。アスカツ初めてです。楽しかったです。フィリピンの人ないです。だけど英語習いたいなと思って。フィリピンの人先生多いですよね、英語の先生。食にそれはおすすめですよ。英語勉強します。留学ありますよね、フィリピン留学。英語できるの？英語できるの？いや、できない。私も。いや、でも日本語すごい。なんでそんな日本語上手なんですか？長いんですか、もう日本語。いや、まだもうそろそろ4年ぐらいと思います。4年でこんな喋れるようになっちゃうんですよ。日本語難しいのに。日本人でも難しいですよ。でも前フィリピンで6ヶ月ぐらい勉強しました。でも6ヶ月でここまでいない。それはだって簡単な日本語ですね。それはベルガナかカタカナか。
フィリピンの方多いんですね。多分半分ぐらいのスタッフの方フィリピンなんじゃないかなと思いますね。すごいフレンドリーでいいよね。今日の清掃のお姉さんもあなた美人ね、You are beautiful って話しかけてくれて嬉しくなります。メインディッシュです。昨日は黒毛和牛だったんで、今日はアスカ豚のロースト、赤ワインをこのために頼んでみました。美味しそう。でもさ、後ろのご夫婦が今さ、写真を撮ってって言って撮ってるんだけど、指が入っちゃう。何回撮っても指が入っちゃう。なんで指入っちゃうのみたいな。なんでそんなに写真撮るの下手くそなのみたいな感じで結構ご夫婦で揉めてるんですけど、それでうちの私と母鉄見てるみたいな。旦那さんが写真撮ってほしくて、でも奥さんがうまく撮れなくて、なんでうまく撮れないのっていう会話。両方の気持ちが痛いほど分かる。いただきます。うん、おいしい。僕のパートは健太さんです。フィリピンか。フィリピン行ってみたいな。ありがとうございます。めちゃくちゃいい香り。すごいいい香りです。紫芋。南国のお味だ。美味しい。失礼します。コーヒーと紅茶が。コーヒーで。はい。砂糖入れますか？大丈夫ですか？ラップだけですか？まあこんなこと言うと失礼かもしれないけど、見た目はマジで微妙だけどめちゃめちゃ美味しい。このデザート、バリ島に YouTube 始める前5年前行ったんですけど、バリを思い出したんです。バリに行った時もなんかよくわかんない甘いおかゆみたいなのとかあったんですけど、その甘いおかゆとか結構そのアジアンスイーツ私好きで、これね美味しいですよ。これめちゃめちゃ美味しかった。紫芋となんか杏仁豆腐みたいなやつとスイカも入ってるし、チョコチップも入ってる。美味しい。レセプションでカードの決済登録をしたので、このモンテカルロの引換券を引き換えてプロジェクションマッピングのショー、それ行きましょう。はい、タオル、はい、とペアポチ。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。ちょっとお部屋戻ってきてショーの時間までゆるゆるしてるんですけど、面白いのがあって、今アスカ2男鹿半島のとこなんですけど、見てこの左上にラベンダー、これ新日本海フェリーだよね、ラベンダーって。だから新日本海フェリーの船も近くにあるんですね。ラベンダーは多分小樽行きかな、あれ確かそうだと思う。ライラックとユーカリは苫小牧なんだけど、ラベンダーは小樽行きの船だったと思うんで、こんな近いところを通ってるんですね。てかこんなことまで見れるんだ。ほらラベンダー。ご夕食は1回目のお客様。あ、プロダクションショーのご案内ですね。行きましょう。6デッキ前方ギャラクシーラウンジにおきまして、アスカツプロダクションショー、どういう内容なのかがいまいちわかんないんだけど、開演いたします。
もうアスカ2はとにかく船内での移動がめちゃくちゃ多いです。部屋でずっとゆっくりしてルームサービスとか頼むこともできるんですけど、とにかくもう催し物が多すぎる。泡立たしいです。ブーツ履くのもめんどくさいからアグのファンケットできました。急げ急げ。どういうショーなんだろうな。よいしょよいしょ。ということで昨日カジノを楽しみました。モンテカルラの中を通ってその先にあるギャラクシーステージで本日はプロダクションショーを楽しみます。ちなみにカジノなんですけれども、チップが残っていたら1650円ぐらいで預けることができるんですよね。それで2日間続けて遊ぶことも可能です。そしてこのショーなんですけれども、演目自体は撮影禁止だったので中の様子だけ少しお伝えいたします。ショーは80年代のアメリカで流行った楽曲をテーマにパフォーマーの方が歌ったり踊ったりしてくださいます。2日間ありましたが1日目と2日目でショーの内容は変わります。この中でもお酒を飲んで楽しむことが可能です。プロダクションショーバックトゥーディエイティまもなく開演です。中はちょっと撮影できなかったんですけど、80年代のアメリカの結構有名な曲のショーをやっていただきましたね。ちょっと聞こえてるけど、ちょっとね中は撮影できなかったんだけど、マテリアルガール、マドンナのマテリアルガールが流れた瞬間で、踊ってくださるダンサーがもうみんな高い位置で髪の毛長くてポニーテールを金髪でキッてしてて、マジ板尾の嫁が10人出てきたのかなって思っちゃいました。ごめんなさい、ガキ使世代なんで笑いませんでした。素晴らしいショーでした本当に。ジョークです、これ今のは。はい、笑ってないですよ。笑ってはいけないにかけたんです。ちょっと一番上のリドデッキの方まで来たんですけど、今プール清掃中ですね。結構水入るんだね、深い。いいね。夜になるとやっと涼しいかなぐらいですね。昼間は全然半袖で大丈夫。すごい、今日の夜食は串カツがある。ちょっと食べたいな。串カツ美味しそう。もう全然お腹いっぱいなんですけど、お夜食ちょっと可愛かったから取っちゃった。ミニハンバーガーとタコのマリネとなんかさつまいものサラダと串カツ。お腹いっぱいだけど、記念なんでね、もう乗ることないだろうし、明日かも乗れるように頑張りますけど。今はちょうど2回目のお食事のお客様と、あと1回目のお食事の方はショーをご覧になってて、私途中で撮影できないから出てきちゃったんですけど、そうなんですよ。だからね、ほとんど人が少ないんだよね。ちょっとゆっくりできるかも。この時間に大浴場とか行ったら結構空いてるのかもしれない。美味しい。普通に美味しいんだよね。なんか夕食とかのコース料理も美味しいんだけど、それよりここのカフェの食事が結構美味しいなっていうのは昨日も思いました。ピラフ美味しかったし、で串カツ、ハンバーガー、すっきりしました。ということで時刻は10時前なんですが、もうすっきりさっぱり娘を隠して人手パンツに睡眠ちゃんで就寝準備バッチリでございます。楽しかった。今日もやっぱりアスカクルーズをお勤めになさってる方すごい大変だなって思いながら乗船してました。私も YouTuber っていうめちゃくちゃ特殊な
多分一般的に考えると特殊な職種だと思うんですけど、アスカクルーズ船のキャストっていうのも結構特殊じゃないですか。で配膳したりとかウェイターさんとか、あとはダンサーさん、今日は撮影禁止だったんですけど 80s ダンサーズもうすごい大変だなと思って、っていうのもちょっとアスカ2揺れはめちゃめちゃ少ないとはいえ、今日もちょっとね夜揺れてるんですよね、昼間よりも。なんか夜になると揺れやすいのかな、わかんないけど、結構ショーをやってる時にちょうどタイミングよくゆらーっとゆっくり揺れ始めて、だけどそんな中でも体幹保って踊らなきゃいけないし、歌わなきゃいけない、しっかりで、もう男の人がさ女の人をこうやって持ち上げる演出とかもあるわけ。なんかアクロバティックな演出とかもあるけど、なんかねぐらっと揺れちゃいけないしさ、体よれちゃいけないし、歌声もしっかり届けなきゃいけない、すごい大変なお仕事だなと思っていました。で配膳の時にウェイターさんがフィリピンの方で、結構気さくに話しかけてくださる方だったんですけど、4ヶ月の練習で日本語マスターしたと。めちゃくちゃ日本語上手で、いやすごいなと。いやでも大変ですよねこのお仕事って言ったら、そうねみたいな、あんまり寝れないかもねっておっしゃってて、ね、丸々今日は一日クルーズだからずっと乗り込んでるわけじゃないですか。途中で降りることもできないし、それで朝昼晩って配膳してもう注文取ってとかいろいろあるから、多分自分のことやってる時間がないっておっしゃってましたね。そりゃそうだよなって、丸一日睡眠時間以外ずっと働くみたいな感じだから、クルーズ船に乗るっていうことはすごく羨ましがられるって言ってたけど、でもめちゃめちゃその分大変だっておっしゃってましたね。で今日の添乗員さん、ツアーの添乗員さん、朝話した方も特殊な職業だけど、やっぱり船に乗ってる時は電波が通じないから仕事休めるみたいなだけど陸に上がっちゃうとやっぱまたアテンドしたりとか、電話で予約の確認したりとか、お客様のケアとかしたりもしなきゃいけないんで、結構大変っておっしゃってましたね。アスカの中でもちょっと時刻表を見てチェックしたりとかされてました。いろんな職業があるなと思いつつ楽しませていただきました。お食事なんですけど、これね本当に私ダメだなっていうところで、このアスカクルーズ、アスカツーリー乗る前に7つ星と水風に乗っちゃってるんですよね。でそこで提供されるお食事もめちゃめちゃ美味しくて、なんかね多分それに慣れちゃってるせいか、コース料理、昨日と今日の夕飯のフレンチコースに特段めちゃくちゃ感動するっていうのがなかったんですよ。美味しいは美味しいけど、なんか水風7つ星を上回ってこないというか、もうほんと贅沢なお話ですよね。本当ありがたいです、この皆さんのおかげなんですけど、うわーみたいな感動はなかったんですけれど、どっちかというとリドカフェ上で食べたビュッフェがめっちゃ美味しかったですね。もうこれも比べるもんじゃないと思うけど、もう太平洋フェリーとか新日本海フェリーとかと比べると、美味しいんですよ。もちろんあっちも美味しいんですけど、何食べても美味しかったですね。上のバイキングビュッフェは。朝食べたカレーライスもすごくちょっとピリ辛で、甘いんだけどピリ辛みたいなで、具材もたくさん入ってて美味しかったですし、あとアスカ特製のドレッシング、オニオンドレッシングも超美味しかったですね。おかわりしちゃいました。でさっき食べた串カツも揚げたてで美味しいし、ミニハンバーガーもめっちゃ美味しいし、タコのマリネも美味しいで、昨日の夜のおでんもしみしみで美味しかったです。で今日のメニューと昨日のメニューは全くガラッと違って、全部ビュッフェも変わってましたね、内容が。ただ胃袋は1個しかないのがちょっと残念です。4つあればよかったなと思いました。牛になりたい。でもなんかね、今日ねダンスのショーを見てる時に、ショー始まる前に前のお客さんが話してたんですけど、いろんな世界のクルーズ船乗られてるんですって。やっぱりお金持ちね。だけどやっぱりアスカに乗っちゃうと他の国の乗れなくなるっておっしゃってて、お料理がダントツでやっぱり日本のクルーズ船は美味しいと。でアスカだと全部込み込みじゃないですか、料金が。
お金かかるって言えばプラスでアルコールがかかるだけなんですけど、イタリアとかのいろいろ種類あると思うんだけどね、イタリアとかのだと最低料金、お部屋の料金だけ払って、あとは全部有料、タダで出るのは水だけみたいな感じなんですけど、一個一個全部お金がかかっていくと。だからなんか逆にこう膨れちゃうみたいな。でも飛鳥は定額でアルコール以外はね、で食事のレベルも高いと。なんかそれがやっぱちょっと乗れなくなっちゃいましたね、質が高くてっていうのをおっしゃってました。だから私そんな質の高いクルーズ船とかクルーズトレインに慣れてしまったのかと。いやこれはいけない、本当にこの庶民なのに下だけ超えちゃまずいですから、また質素に暮らしたいと思いますありがとうございました。こんな経験させていただいて、いや楽しかった。でも美味しかったです。お夕食も美味しかったし、ご飯とにかく全部美味しかったです。ということでゆったり寝たいんだけど、これモンテカルロ昨日のカジノで景品交換していただいたんですけど、ウォッシュタオルモンテカルロって書いた限定の飛鳥の中のモンテカルロでしか非売品ですね。これは手に入れられないこのタオル、ハンドタオルと、あとはポーチ破けちゃってるんでちょっと小さいんですけど、これもモンテカルロって書いてあるポーチですね。飛鳥クルーズモンテカルロのポーチ、これを代わりにまた詰めて帰りたいと思います。飛鳥クルーズって書いてあります、記念にこれは持ち帰りましょう。あとこれ飛鳥クルーズのアメニティのポーチ、これもいいですよね。これいただけるんですけど、これの中身は歯ブラシはもう使っちゃったんですけど、歯ブラシと全部飛鳥って書いてあるブラシと綿棒とボディタオルとコットンとカミソリかな。はい、これが一式セットになってます。このポーチもなんか使えそう。飛鳥もうもったいないけど使うのは母鉄にあげようかな。はい、これも持って帰って、あとこれですね、私が手に入れた非売品の今日のビンゴの景品にもなってましたね。非売品の時計です。宝物ということでありがとうございました。今日はちょっと起きるの遅かったんで、早めに今日は寝て、明日の朝ちょっと早起きして、もう9時半で着いちゃうんで、苫小牧に朝も存分楽しみたいと思います。ちょっとルームサービスとかしてる余裕ない、お腹いっぱいすぎて。はい、あとなんかね、もうまとめて合算で降りた後にクレジットカードで精算なんで、ちょっと怖いんだよね、どれぐらい跳ね上がるか。アルコール1杯1000円とかだからさ、ちょっと節約しようと思います。はい、飛鳥に乗って節約するんだって話なんですけど、堅実に行こうと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。ちなみに今は秋田の入道崎を越えて青森に入ったところですね。それこそ鰺ヶ沢とかのらへん岩木山があって、なんとか崎、この間通ってきた深浦とかの方なのかな。灯台の光がねちょっとさっきまで見えてたんだけど、どうでしょう。よいしょ、ちょっと見えるかな。ちょっと向こうに街が見えますね。赤い点々点って光ってるのは何だろう。あれ何？赤く光ってるのは何？橋？ビル？港かな。星も綺麗です。こんな感じですね。よいしょ。明日の朝はどこら辺になってるかわかんないけど、津軽海峡あたりになってるのかな。ゆっくり寝ます。すごい、外すごい。水平線に日が昇っている。うわ、すごい。
日の出が見れました。まだ5時20分なのであと1時間ぐらい二度寝します。おやすみなさい。こんなに寝れるってぐらい大爆睡。新日本海フェリーより太平洋フェリーより水風より七つ星より大爆睡しました。めちゃくちゃよく眠れた。いい夢を見た気がする。ありがとうございます。おめでとう誕生日自分。ということで出発の準備をしつつ朝食行きましょうかね。外はすごいすがすがしい天気です。暑くもなく寒くもなくっていう感じですね。超適温、過ごしやすい。半袖で十分かなっていう感じです。昼間は暑そうですね。北太平洋を進んでいます。あっちに苫小牧、もうすぐ見えてくるね。はい、よろしくお願いします。こんなにぐっすり寝れたクルーズは初めてだ。スムージー飲みに行きましょう。ちょっとお化粧とかしてメイク完成しました。もう波の音がすごい綺麗なので後ろ開けてすごい音を楽しみつつ贅沢空間でお化粧させていただきました。まだ時刻6時半、もうちょっとで朝ごはんの時間です。ということでお着替え終わりましたので最後の食事、朝食行きましょうか。昨日の朝パンケーキ出ててリドグリルの方でパンケーキ食べたかったのでそれを食べに行こうと思います。おはようございます。アスカツ最後のお食事です。注文したのはライブグリルで作ってくださるフレンチトースト。そしたら大きな鐘の音が聞こえてきました。カレー食べたの？おはようございます。ホタテパンでガグルました。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。お願いします。フレンチトーストも焼きたてでベリーソースまでついていて美味しかったです。甘くなくほんのり優しいお味、メープルシロップで自分で甘さを調節できるような大人の味わいでした。そしてこちら持ってきてくださった焼きたてパン、ぐるぐるっと巻かれたレーズンデニッシュみたいな感じでしたかね。これも美味しい。これはじゅわっとバターが染み出るちょっと甘めなデザートパンという形でしたね。私朝はご飯派なのでまずこういう機会でもないとパンを食べるっていう習慣がないんですけれども、これも特別な一瞬としてアスカの記憶に刻まれました。そしてまた注文してしまいましたライブキッチンのオムレツ、こちらも中トロットロに仕上げてくれます。こちらも昨日ハマってしまったカレーライス、なるべくいろんな種類食べたいと思っていてもどうしても美味しいものをこすってしまいます。いい天気、よかった。天候の崩れもなくて3日間樽前さんが見えてますね。いいね、朝テラスで食事してもよかったかも。
全然お腹減ってないけどやっぱ食べちゃうもんですね。ポンポンちょっとスムージーいただいてお部屋戻って荷造りしましょうか。はい、どうぞお取りくださいませ。いただきます。すごい美味しそう。カシスと桃のスムージーだって。めちゃめちゃ美味しそうなんだけど。ちょっとね、牛乳生クリームみたいな風味ですね。スムージーっていうよりはシェイクって感じ。美味しい。北海道は暑くはないけど、ちょっと日中は気温上がるかなって感じですね。そんなに涼しいっていう感じでもなかったな。日中は半袖で十分かな。ちょっと汗ばむくらいだと思います。こっちのラウンジかな。外に出てるので普通に寒かった。北海道涼しいね。秋田くらいまでは暑かったけど、日中気温上がってくれば結構暑いのかもな。今回入るのは苫小牧の西港ですね。太平洋フェリー乗った時と同じ港。でもね、あそこに行くまでまだ2時間かけるんですよ。本当にゆっくりゆっくり。もうだいぶ朝の時点でこの内浦湾のちょうどこの真ん中ぐらいにいたんですけど、地球岬、室蘭の方ですね。地球岬自殺のスポットになっちゃってますけど、なんかこの間長万部でお話しした視聴者さんが観光協会の方で、この地球岬で飛び降りた人が内浦湾のここにこう流れ着くんですって、ご遺体が。だから長万部で引き上げるって、ちょっとそれが苦痛なんですよねっておっしゃってました。すいません、そんな話ここでしちゃって。ちなみに部屋の中ではルームシアターもあるんですよ。なんか VOD みたいな感じだと思うんですけど、いろいろ作品が放課後アンダーグラフちょっと面白そう。はい、あります。安倍貞夫がいる。安倍貞夫は外れないからな。はい、こんな感じで見れたり、こういう感じで見れたんだ。どこに何があるってむずっ。そうそうで、コインランドリーとかもありましたね。で全然気づかなかったけど、このブリッジ、さっき私がいたところからの風景をこう映像でね見ることもできるみたいです。もう目の前に苫小牧、これずっと流しとけばいいね。はい。で朝になるとドアの下に昨日飲み食いした分の領収書がありまして、14,850円。もうね、気づかないうちにバンバンいっちゃうんですよ。1日目の夕食のシャンパンでしょ、リドガーデンで飲んだビール、カジノで使った7,700円と、カジノで飲んだギネス990円、クラブスターズだから、ダーツバーですね。ダーツバーの1,100円と、昨日の夕飯のシャンパンと赤ワイン1980円、まとめて14,850円です。なかなか使いましたが、これもね、いい記念になりました。ありがとうございます。ってことで荷造りしましょう。さっきのウミネコまだいんのか、ここに。しぶといな。このまま港まで行くつもりだな、お前。ということで荷造りが完了しましたが、もう堤防の中入ってきましたよ。苫小牧湖。外を眺めたら、よいしょ、暑いな。日差しが暑い。やってきた。堤防の中入ってきました。もうコンビナート、コンテナが見えてますね。あれは太平洋フェリーかな。K って書いてあるな。基礎、多分太平洋フェリーが
止まってると思うんだけどな。はい、前方はこんな感じになってます。ここにこう入っていく形ですね。画面の前のあなた、飛鳥2泊3日の旅お疲れ様でした。もうお腹いっぱい、食べられない、はち切れそうです。で、今日はまたちょっとね、苫小牧から駅まではバスを出してくれるんですよ。無料のね、飛鳥専用のバスが出ます。で、15分ぐらいの苫小牧駅に到着なはずです。で、今日は絶好の撮影日和なんで、ちょっと外の日差しが強いから、サバヤの5万円サングラス、何度でも言う。しっかり苫小牧からも無事に何も事もありませんように。吐きます。はい。ご案内があるまでお部屋、ラウンジ等は引き続きご利用いただけますので、はい、下船放送まではごゆっくりとおくつろぎください。ありました。お客様のお部屋には足つる。スケート用紙をお届けしております。ちなみにスリッパにも飛鳥クルーズっていうねロゴがついてて可愛かったです。乗船証はあらかじめすごい。よいしょ。あ、こんな近くで貨物ターミナル見れるなんて。これ貨物だよね。荷積みしてるよね今ね。こうそれて港に入ってくんだな。こっちだな。シルバーなんとかって書いてあったけど、シルバー8、あれ貨物船？シルバー8は貨物船なのかな。すごいなんか旅客船みたいな見た目してるけど。つくみ、北斗貨物船、つくみから来たんだな。つくみってどこだっけ。すごいぐるっと回ってますね。船体がこう回転してるのがよくわかる。出光って書いてあるの。最近出光と昭和シェルが合併してアポロステーションになったっていうのを知りました。そういえば最近出光のなんか男の人の顔見なくなったなと思ったらそういうことだったのかと。苫小牧サイロってなんだっけ。いや、こうやってずっと外を眺めながらね、デッキでシャンパンとか飲むのも素敵だっただろうな。自撮り棒忘れちゃったのがちょっと痛手でしたけど、まあ楽しめました。十分ありがとう。あそこは釣りスポットなのかな。釣りスポット苫小牧って書いてある。あ、違う、飛鳥を見に来てんのかみんな。飛鳥を見に来てる人と下が釣りしてる人たちね。手振ったら気づいてくれるかな。気づいてくれるかな。気づいてほしい。気づいてくれないかな。こっち見てほしいな。手振ってる。お母さんが手振ってた。ウェルカムトゥ苫小牧って書いてあるな。あそこでなんかまた式典とかやるのかな。あ、違うわ。多分今日の夜また出発するんだよね。そう、今日苫小牧に着いて今日のまた夕方どっかに出発するんですよ、飛鳥2が。だからそれのいってらっしゃいセレモニーの準備してるんだ。すごい楽しい。もう最後の最後なんで先頭デッキでこれは楽しみに行くしかないでしょう。行きましょう。爽やか。日が当たると暑いけど日陰に入ると涼しい。ちょうどいいね。本当に爽やかな秋晴れって感じです。楽しかった。すごい。かっこいい。皆さんご苦労様です。ありがとうございます。私のために、私たちのためにか。というわけで画面の前のあなた、40時間の長旅金沢港を出発して苫小牧、もう間もなくこの旅に幕を
閉じる時間がやってまいりました。お疲れ様でした。港にはですね、ずらっと観光バスが並んでおります。観光バスじゃなくてこれツアーのバスですね。飛鳥2のお客様半分くらいがねツアー団体客だったんですよ。そのために乗られている添乗員さんの方も多くって、いろんなカフェとかねレストランとかで日程表をこうにらめっこをしている添乗員さんの方もちらほらいらっしゃいました。そして空を見上げれば飛び立つ飛行機、苫小牧港のすぐ近所に新千歳空港があります。ちょうどこのデッキで話しかけてくださった視聴者の方がいらっしゃって、大阪から来られたそうなんですが、もうそのまま新千歳に行ってとんぼ帰りとおっしゃっていました。この飛鳥2をメインに乗られるお客様もたくさんいらっしゃるかと思います。そしてさっき見た北斗津久見港ですかね、津久見港からやってきた北斗が接岸していたんですけれども、何を乗せるんですかね。自動車乗せるのかな、貨物船。濃いね、雄大。もう切断するまでにめちゃめちゃ時間かかるんですけど、ゆっくりゆっくりやってるから、こんなゆったりどっしりとした走りっていうの、泳ぎっていうのも豪華クルーズ船ならではですよね。こういう感じでね、結構こうグニンって曲がりながら堤防の中入ってきたわけですね。あそこの堤防入ってからここに来るまで2時間ぐらいかけてますからねめちゃめちゃゆっくり。向こうには貨物船が浮いている。楽しかった。めちゃめちゃぐっすり寝たんじゃない？ 2 日間で丸々12時間ぐらいはがっつり寝てるから、全然揺れなかったしね、すごい気持ちよかったです、私が寝てる時は。でこれ目の前が樽前山でいいんだよな、富津市岳。奥が樽前山で手前が富津市岳かな。で向こう側に見えてるのが恵庭山ですかね。でこの恵庭山、樽前山、富津市岳の間に支笏湖があるだと思う。ごめん、ちょっと山の順番間違ってるかもしれないけど。で向こうにうっすら見えてるのが多分北海道駒ヶ岳かな。違うかもしれないけど、多分内浦湾のこの内浦湾の向こう側の山々ですよね。だからあっちの方に行くと北海道新幹線とか、もっと南の方に行けば新函館北斗の駅とかになるわけですね。めちゃくちゃいい天気、超絵になるじゃないですか。素晴らしい。もうこの台風の季節でしたけど、丸々3日間めっちゃ天気良かったんで、それだけ本当にありがたいです。今年の旅はあまりこの豪雨に降られることもなく、本当にラッキーな旅路となりました。北海道到着です。すごい今から接岸するんですけど、あれは何なんだろう。あそこに船の係員の方々がいらっしゃって、すごいリッチなお金持ってそうな男性の方が1名だけいらっしゃるんですけど、なんかロイヤルスイートとかのお客さんなのかな。特別にあれを間近で見れるとかそういうわけじゃないのかな。でもトランシーバーっぽいもの持ってるから違うのかな。かわいい動物の森みたいなの出てきた。かわいい。今視聴者の方が、ね、声かけてくださって、だいぶ長いことお話ししちゃいました。視聴者の方、飛鳥乗ってからとんぼ帰りで大阪帰るっておっしゃってましたね。このまま千歳空港まで行って、そういう方多いんじゃないかなと思います。半分以上はツアーの方っぽいけどな。苫小牧キャラクターのトマくんですっけ。よし、下船準備しましょうか。無事着岸。このお部屋もお世話になりました。楽しかったです。飛鳥の旅ありがとうございました。今日もあなたと一緒に旅できたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ということで出発しましょう。
5デッキに降りていくと中央部のモニターにアスカ2クルーの皆様からのメッセージが。こちらはアスカ2の15代目船長渡辺康介さんです。2024年3月より就任されたそうです。このクルーズ船の船長を務めるってね、相当なエリートじゃないとやっぱりできないと思うんですよね。このメッセージの中でグッときてしまったのがこちらのチーフパーサーの増田さんの一言、やっとのやっとで本来のクルーズ船の姿が戻ってきました。いや、コロナ禍の長い時間を超えて長かったですよね。きっとまだコロナが流行り始めの時期はダイヤモンドプリンセスの上で感染が広がってしまって、そこに乗られている皆様も大変な思いされたと、記憶しております。幾多の困難を超えて今日このように私を、楽しませてくださってありがとうございます。そして今日船の上から能登半島をずっと眺めてきました。年初の地震に加えてこのクルーズが終わった後、大雨豪雨災害に輪島の方は、見舞われてしまいました。被災者の方々には私に何とお声かけしていいかわからないんですけれども、一日も早い復興を願って、また皆様が笑顔になれるような動画制作を今後とも私も心がけていこうと思います。今回はこのような機会を与えてくださって本当に本当にありがとうございます。本日の無線口は5デッキ中央でございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。終わっちゃった。終わっちゃったな。ありがとうございます。お世話になりました。みんなツアーのお客さんなんで、私はこれ無料下船バス、こっちかな。すいません、ありがとうございます。お願いします。バスの車窓からもあふれんばかりのこの圧倒的存在感。さすが日本最大豪華客船アスカ2。1990年に作られ、仙台アスカの後継アスカ2としてデビューしたのは2006年からです。その歴史の長いこの船にも来年2025年にはアスカ3がデビューします。その日を楽しみに私も活動頑張ります。今日も私と一緒に動画の最後まで画面の向こう側で一緒に旅をしてくださったあなた、ありがとうございました。楽しかったです。